こんにちは、モーリーです。旅は自己投資ということで、今回は一生に一度は行ってほしいパラオの旅をお届けいたします。世界一親日と言われている国なのに、日本人のほとんどが知らない世界トップレベルの絶景に日本の文化が溶け込む唯一無二の海外離島、まさに今知るべき大人の穴場旅行先、スペシャル動画になります。ぜひ大画面でゆっくりご覧くださいませ。それではどうぞ。パラオ共和国はフィリピンの東、ミクロネシアの最西端に位置し、ロックアイランドと呼ばれる島々を含めた大小約200の島で構成されています。人口は約 1.8 万人。ロックアイランドは石灰岩でできた小さな島々が集まるエリアで、ユネスコ世界遺産に登録されています。日本の真南に位置し、日本との時差はありません。パラオは16世紀にスペイン人によって発見され、その後ドイツ、日本、アメリカの統治を経てきました。そして1994年にアメリカから完全に独立し、パラオ共和国として共和制を採用し、大統領が国家を率います。パラオと日本の関わりは深く、第一次世界大戦後、パラオは日本の委任統治領となり、多くの日本人が移住しました。1920年代から1940年代にかけて、日本はパラオのインフラを整備し、学校や病院、道路などを建設。この時期、パラオの経済と社会は大きな発展を遂げました。第二次世界大戦中、パラオは激しい戦闘の場に、特にペリリュー島の戦いは激戦地として知られています。戦後、パラオはアメリカの統治下に置かれましたが、現在でも日本の歴史的なつながりは続いており、言語やグルメも日本由来のものがたくさんあります。日本政府や民間団体は、今もパラオのインフラ整備や教育、環境保護などに協力しています。パラオの主要な産業は観光業。美しい海とダイビングスポットが世界から観光客を引きつけています。通貨はアメリカドルが使用されています。アクセスは以前あった日本からの直行便は現在はなく、グアムや台湾からの経由便のみで行くことができます。現地はツアーに参加するだけでなく、レンタカーで回るのもおすすめです。パラオの美しい自然と独自の文化に触れ、心癒されるひとときを一緒に楽しみましょう。はい、こんにちは、森です。旅は自己投資ということでですね、今私は成田空港に来ております。珍しく成田空港なんですけども、今日はですね、僕がずっと憧れて行きたくて、なかなか行く機会がなくて、今年行こうかなって思ってたら、ちょうどいいお話をいただきまして、パラオですね、パラオに行くことになります。久しぶりの海外離島になるんですけども、ここはもうずっと僕が憧れてて、行きたいなと思いながらなかなか行けず、行けるかなと思った瞬間にコロナになったりとかでね、行けなかったところなんですけども、今回ありがたいお話をいただきまして、行くことになりました。でこのパラオはね、ただただ手つかずの自然が残っている美しい海が見れるとか自然が見えるとかだけじゃなくって、調べれば調べるほどこう日本との関わりも強くて、めちゃくちゃおすすめの場所になっております。というわけでね、すごい奥深い動画になると思いますので、最後までぜひ見ていただければと思います。もう絶景、歴史、そして日本との関わり、最高の動画になります。というわけで行ってきます。まずこの北団体カウンターというところでチケットを受け取りに行きます。で通常パラオはですね、直行便が基本的になくって、グアム経由で行くか、あと台湾経由だったかなで行くしかないんですけど、今回特別にチャーター便で直行便で行くことになっております。でこのチャーター便はですね、基本的にはいつあるか分かんないですけど、皆様の要望が多ければ、チャーター便もできてくるということなんで、ぜひこのね動画を見ていただいて、コメント欄とかにね、チャーター便希望しますみたいなことをたくさん書いていれば、もしかしたらやろうという形でチャーター便が増えるかもしれないので、ぜひそういったコメントもお願いします。直行便だとね、なんと4時間半で行けますし、なんと時差もないんですよ。だから海外離島がね初めてっていう人にもかなり行きやすい場所になっていると思います。今回の旅をご提供いただいたのは、パラオ専門の旅行会社ナイスデイツアー様になります。少しでもパラオに興味が出た方はぜひチェックしてみてくださいね。楽園直行便パラオですね。こちらの e チケットお帰りまでなくされないように、はい、今回乗るのはね、このバティックエアーっていうところですけど、初めて使います。パラオ直行便エコノミーですね。今回1000円もらいました。機内食がないんで先に食べといてくれっていう感じですね。はい、これですね、10時パラオ便ですね。で今8時6分なんで、まだ2時間近く
時間がありますので、ラウンジで過ごしたいなと思います。食事券ももらいましたけど、僕はプライオリティパスとかでラウンジは使えるので、ラウンジ使いたいなと思います。ちょっとどれが使えるか分かんないですけど、行ってみます。ここ行けそうですね。プライオリティパスで行けそうなところがあるんで行きたいと思います。この虚空っていうところ初めてですね。こんな感じでドリンク、お酒も飲みますね。日本酒もワインも飲めるし、ビールも飲めるし、味噌汁もありますね。そしてそばも作れる。おにぎりとか軽食食べれますね。いただきます。朝8時18分のビール最高やな。吉野家で食べて帰る手もあったな。ちょうどパラオ便の前にコンビニみたいなのがあって、お酒も売ってるんですよね。こんなん飲んだろうかなと思うけど、ちょっと僕編集しないといけないんですよね。飛行機で控えとこう。絶対寝てまうやん、こんな飲んだら。飲みたいけどな。柿ピーわさび持っていこうかなと思ったら400円もするやんけ。どういうことやん。はい、10時発の便だったんですが、遅延になりまして、今も10時20分です。今から搭乗スタートです。何分遅れになるのかな。30分か40分遅れになりそうですね。いらっしゃいませ。あの飛行機ですね。Hi, good morning. Thanks for request. Thank you.パラオが近づいてくるとだんだんすごい景色が見えてきましたね。海の青さが半端ないですね。大小合わせて200のね島が点在しているということなんで、これは見応えありますね。これは素晴らしい。成田空港からねパラオ国際空港までは約4時間半で着くことができるので、本当に近いですよ。いやー、途中のね景色すごかったですね。めちゃくちゃ青くて驚きました。今はねちょっと曇ってるんですよ。明日がね海を見に行く時間なんで、明日は晴れてほしいですね。今日はね別にむしろ晴れない方がいいかもしれない。紫外線もかなり強いので期待したいです。ちょっと雨季に入ってる可能性もあるんでね、はい、晴れ男パワー発揮したいと思います。楽しみです。Thank you. もうやっぱあったかいですね。もうすでにジメジメしてます。ちょっと沖縄とかそういうところに来た空気感じますね。網網で取れへんやん。空港です。意味ぐるっすね。なんか濡れてるな。荷物が濡れてる。こんな反抗されました。ここでパラオのエントリーフォームを見せるみたいですね。さあ難なくクリアしました。なんか何日間いるかだけ聞かれましたね。
疲れ様です。お泊りホテルどちらになりますか？パレーシャ。あれじゃあ真ん中のテーブルでご案内してます。あ、すいません。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ロッカルさんからポイント見てます。あ、よろしく、小泉さん、よろしくお願いします。これマンタとかジはいはい、流行の屋根にこういうマンタとかね、マンタ見れるかな。ここで見とこう。見れんかった時のために。あれですね、多くて2便とかあ、多くて2便とかなんですね。2、3便ですね、多いです。はいはい。それは減ってるんですか？やっぱ昔に比べて。ああ、なるほど。じゃあこれからちょっと増やしていけるように発信していかないといけないですね。じゃあ小泉さんに送ってもらいます。よろしくお願いします。あれはマレーシア？今台湾とあれ台湾か。台湾ですね。はい、台湾か。でこれ右は右の方をずっと行くと、こっちはベルダーブとパラドン。はい。日本のマークもありますね。あれなんですか？ありがとうございました。ありがとうございます。パラオでメスーラ。そう、メスーラ。メスーラ。はい。この島がパラオでも一番大きい島です。ミクロネシアの中で2番目に大きい島。あ、そうなんですか。グアムの3分の2ぐらいの大きさ。でパラオ全部で州が16州あるんですけど、この島だけで州が10州ございます。昔は日本人がなんか4万何人ぐらい来てたんですよね。はい、昔も瑞穂村とか大和村、朝日村、清水村、そちらの方にもね。今はもうそういう村はないんですか？今はその跡形が残ってる。跡形はあるんですね。もうアメリカに変わっちゃったって感じ。で車見ると日本車ばっかなんですけどね、9割以上日本の中古車にしてます。今登録台数2万1000台以上ある、人口以上の登録で、ナンバープレートはね後ろだけしか今つけないんです。あ、そうなんですか。はい、でナンバー本当は前ついてないショッピングモール、スーパーセンター、パロ唯一のエスカレーターがついてます。おお、これどこの資本が作ってるんですか？これね、今の大統領ですね。そのパラオ資本で作ってるんですか？はい、その方の街中にも同じくスーランゲルショップです。でこれから渡る橋が日本がバベルダとつないでる橋。鹿島建設。そうですね。どうですか？住みやすいですか？私は大好きですね。やっぱ湿度が合ってます。湿気がすごいんですけど、やっぱ日本よりとも乾燥したんです。見るといいですね。すごいですね。確かに。その代わりお菓子袋あげると30分以内でしけちゃいます。あ、そんなに。確かに沖縄とかよりも湿度高いですね。本当に日本車ばっかりやな。そうなんですよ。でパラオは信号が一箇所もありませんので。あ、信号ゼロですか？なんかこれも言っていいか分からんけど、なんか飲酒運転も普通にしてるっていう。最近はね、でも結構取り締まり厳しくなってるんです。シートベルトも最近です。ああ、本当ですか。はい、じゃあお待たせいたしました。はい、パレーシアホテルに到着しました。上から眺めております。後でね、じっくり細かいところは撮ろうと思うんですけど、今日僕が泊まる部屋はこの323になりますね。もう涼しい。さすが。おお、広々とした部屋ですね。いい感じですね。ここでずっと過ごすことになりますけど、ホテルステイしても良さそうなぐらい広い。でちょっと開けてみましょう。おお、ちょっと海が見える。テラスもあります。でこんな感じですね、部屋は。全然いいじゃないですかね。これで過ごしたいとも、なんか浴衣っぽいのもあるな。これもなんかちょっと嬉しいですね、日本人にとっては。美しい地球を守りましょうということでね。でテレビもありますし、アイスペールとかケトルもねちゃんとありますし、コーヒーとかカップもあるし、ここの下には冷蔵庫もありますね。なんかちょっと買って、あ、水は有料なんですね。1本2ドル。今かなり円安っすからね。300円する1本高いよ。あ、これは無料なんや。日本は無料でついてくるということですね。ででかい鏡があります。いや、早く街歩きしたい。セキュリティボックスあって、この下にはこれどうやって引くんや。あ、何も入ってないですね。はい、捨てハンガーもあります。十分ですね。そしてここを開けると、あ、
まあそんな綺麗じゃないですけど広い洗面台があって、アメニティ類も入ってますね。もう日本語じゃなくて中国語が入ってるんですね。ちょっと日本語が入ってますね、石鹸だけ。でもこっちは、ここは入ってない。あ、入ってるわ。一応中国語と日本語が入ってる。はい、そしてトイレがあって、バスタブもあります。いい感じですね。はい、ちょっとここも開けてみましょう。おお、あ、プールもあるやん。わあ、なんか適度な湿度がいいな。あと電源も日本と全く同じタイプですね。安心ですね。そしてね、時差がないんで全くしんどくない。ハワイとかグアムでも時差ありますし、タイとかベトナムでも時差があるんで多少やっぱしんどいんですけど、全く時差ないんですよ。縦にね 3000km やったっけ 4000km か南に行くだけなんで、めちゃくちゃ時間は同じ感覚で、日本の人ともね普通に同じ時間の感覚でやり取りできるっていうのは、海外にいるのに海外にいる感じでもないみたいな、若干やっぱ日本っぽさもあるし、いいっすね。パラオいい。沖縄離島感もあるし、でも沖縄離島とはまたちょっと違うんですよ。まあ、それがいい。楽しみたいと思います。気になる Wi-Fi の速度なんですけども、遅いな。 6.3 メガしか出てないな。これは YouTube 結構厳しい。で僕はですね、これはちょっと専門的な話になりますけども、自宅のね光回線につないだパソコンをリモートで操作して、そちらで大きなデータのアップロードとかをするようにしてます。こっちの回線が遅くても大きなデータを自宅にあるパソコンで処理をしてアップするみたいなことをしてます。ネットが遅い地域に行くときはそういう工夫をするのはいいかもしれません。そしてスマホの方の停電した。頻繁に停電するとは聞いてましたが、いきなり停電しました。充電したいのに。はい、そしてこの au 世界契約でつないでる 4G 回線は毎度のことなら安定してますね。ちょっと速度も調べてみます。結構出るんじゃないですか。あれそんなに速くない？あれむしろ遅い。結構ね、なんか LINE のやり取りとかめっちゃ早いんで早いかなと思ったけど、全然早くないですね。 1.2 メガと 6.3 メガなんてちょっと絶望的っすね。あ、今停電復活しました。すぐでしたね。ほんの1分か2分ぐらい、それだけの差でした。はい、それではね、編集ある程度終わらしましたんで、今から街歩き行きたいと思います。ホテルのフロントがこんな感じになってますね。こんな感じです。じゃあちょっと街歩き行きたいと思います。さあ街歩きやっていきましょう。いやね、日本車ばっかり走ってるんですけど、でも道路の走り方は右車線になってるので、ちょっと脳が混乱しますよね。これが全部外車とかやったらまだこう外国モードになるんですけど、日本車ばっかりある中で反対車線でなると、ちょっとこううっかりしてしまいそうですね。ぼーっとしないようにしないといけない。いや本当に日本車ばっかりです。ちょっと前の日本車が多いですね。1世代2世代前みたいなで、あのフィットとかも古いフィットですね。マーチとか20年前とかそれぐらいの車が多い。であそこがカヌーハウスっていうお店ですね。結構遅くまで開いてるって聞いてます。夜中の2時までやってますね。でここがグラバスってショップになってるやつね。カードも使える。アメックスだけはなぜか使えないんですよね。アメリカに統治されてたのに使えないところが多いですね。ここでもなんかいろいろ揃いそうですね。いやーすごいですね。いや本当に今はパラオとしてね独立してやってますけども、それまではずっとこう統治されてる時が多くて、その中に日本が統治してた時もあったと。で日本が統治してた時はパラオがね今1万8000人ぐらいここに住んでるのに対して、日本人が4万3000人ぐらいこのパラオに来て、パラオをこう発展させていったというね、すごいことですよね。4万3000人とかがここに来るって相当っすよ。今の日本の小さい市の人口ぐらいみたいな感じですよね。すごいことです。この時間はあれなんか渋滞する時間なんかな。みんなご飯食べに行ったりとかしてるんかもですね。で車のねこう取り締まりなんかも結構ゆるゆるだったらしいんですけど、おっとパラオニャンコがいるじゃないですか。パラオニャンコ、おおパラオニャンコ、おおパラオニャンコやん。まさかのパラオニャンコいきなり。よし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 。
いるんやね、こんなところにも。ちょっと日本にいそうな猫やな。今からご飯食べに行ってくるわな。いやー、いいっすね。なんかあそこも後で行きたいと思ってます。鳥鳥っていう日本食。あそこも日本人のスタッフとかいて、結構ね、初めてパラオ来る人には行きやすいんじゃないかなと思うんで、あそこも後で行きたいと思います。まだ店開いてないんかな。もう6時なんですけどね。鳥鳥営業時間外ってなってるけど、どういうこと？今日休みとかちゃうの？なんと今日は定休日じゃないですか。鳥鳥マジかよ。嘘でしょ。今日ここ行くみたいな話してたのに。マジか。なんか電気ついてないなと思ったら今日定休日や。こんなことある？ガイドの人にも聞いたのに。すごいことが起こるもんやな。幸先いいな。幸先いいんか。ここもいろいろタイ料理のお店とかもあるな。何でも揃うんですね。ここは何や、矢野ローカルフードマーケット。ここもなんかフードマーケットみたいになってるやん。メディカルクリニックって書いてある。違うな。これ違うやん。病院やん。隣の位置と間違えた。ただの病院でした。病院があるっていうことですね。でここがスランジェルススーパーセンター。これは大統領の資本で建てたショッピングセンターで、こっちはこっちでショッピングセンター戦ってるんですね。ここら辺がなんか一番栄えてるっぽい感じ。それなんか真っ暗なとこでもう飲んでる人とかいるな。ショッピングセンターもちょっと入ってみるか。こっちのショッピングセンター。ここはスーパーなんですね。結構日本のものが売ってますね。なんと日本だと198円で買える柿ピーわさび味が 3.47 ドル、500円ぐらいするやん。なんかドラッグストアとか靴とかね、スーパーとか全部あるって感じです。2階は2階でなんかありそうやん。2階は2階で、これは何？服か。服とか売ってますね。パラオで服も買うことができます。物価はちょっとやっぱ高そうっすね。安くはない。これ楽器屋さんとかある。でところどころやっぱ日本人がいるみたいで日本語が聞こえますね。車の止め方が結構やっぱえぐい。前からやっぱ止める感じなんですね。こういうところに止めるのは結構大変そうやな。これは多分中古車ですね。値段を直接書くスタイルなんですね。日本みたいに看板とかじゃなくて直接ガラスに書いてます。結構古い車やけど、これいくらや。これで5295ドルっていうことは79万円ですね。これで79万か。日本やったら20万ぐらいで買えるんじゃない。これとかデミオっすよね。でもこれも同じ値段ですね。82万。なんか急に上がったぞ。円安やからかこんな感じですね。82万。これで82万か。なかなかっすね。結構車の数が多いんでね、街歩きちょっと気をつけないといけないですけど、でもその治安の悪さみたいなのは感じないですね。とはいえ日本とは違うんでね、そこは気をつけないといけないと思います。でもやっぱ文化レベル的にはちょっとやっぱり遅れてる感じはしますね。建物の構造だったりとか、本当にその日本が統治してた時もかなり文化レベル的には遅かったんだと思いますね。それで日本が入ってかなり開発が進んだみたいな感じだと思うんですよ。今はなんか台湾とかとも仲が良かったり、あそこはアメリカ書いてますね。パラオとアメリカポストオフィスって書いてます。ああいうなんか2つのね国旗が並べられてるみたいなところがあって、で国旗のことをね話しようと思うんですけど、パラオの国旗って水色に、黄色の円があって、日本と似てるじゃないですか。日本って日の丸ですけど、パラオは水色に黄色い丸で、あれ月を表してて月照旗って言われるんですね。で日本の旗は
日照期って言われるんですけど、なんでこう日本と似てるかっていうと、パラオの人は日本をかなり意識してると、結構日本をリスペクトしてるみたいなところがあるらしくて、それで国旗がああやってほぼほぼ同じ感じにしてるところとか、別に国旗のデザインなんか自由にできるはずなんですけど、日本をこう真似てるみたいなところとか、名前とかもね、今日本の名前を自分の名前にしてたりとかするらしいですよ。岡村だったりとか、そういう名前を自分の名前にする。日本人でもいるじゃないですか。アメリカにすごいこう憧れて当て字みたいな感じで外人っぽい感じの名前にしてる人とか、そういう感じですよね。本当にこのパラオっていうのは、こんだけ世界一親日国って言われてるにもかかわらず、日本人があまりそのパラオのことを知らない、僕も知らなかった。だからそこはね、やっぱりこの動画をきっかけに変えていけたらなと思いますし、もっとやっぱりパラオに訪れる人増えてほしいなと。僕もなんか行きたいと思いながら、なかなか行き方も分からず、なんか簡単に行ける感じじゃないんかなと思って足を運んでなかったんですけど、だんだんそういう歴史とかね、現実を見ると、こう日本車走ってますからね、身近に感じますよね。嬉しいですよね、やっぱ日本人として。この辺の先もなんか一応カフェとかありますけど、一旦この辺でちょっと戻りますか。2軒目の行きたかった店はね、定休日やったんですけど、1軒目の行きたい店は現地の食べ物が食べれるということで、コウモリのスープとかね、日本では食べれないものが食べれるということで楽しみです。結構なんか街が暗いですね。これライトとかいつつくんやろう。停電とか多いからやっぱ控えめにしてるんかな。で、右折よりもなんか左折が優先みたいなこと言ってたな。この辺怖いな。どうやって行ったらいいかわからん。で、このパラオには信号が一つもない。それもすごくないですか。信号ゼロです。それで成り立ってるんですね。不思議ですよね。で、最近はね、なんかその飲酒運転とか、なんかシートベルトの取り締まりも厳しくなってるらしいですけど、それまでは結構緩かったらしくて、そんな状態でも街がこう成り立ってる。それはやっぱ考えさせられますよね。いろいろと。こう渡っていいんかな。いつ渡ってんの。ちょっとベトナム式に渡ってみました。ベトナムもそうですよね。信号あるけどなんか合ってないみたいな。暗っ、これちょっと怖いな。でもこっちにあるんですよね、行きたい店が。ここですね。なんかもう廃墟みたいな感じになってますけど、暗いな。でマッサージとかも書いてるな。どこにあるんやろ。ここもアイランドビューティークリニック。ここですね。このペントハウスホテルっていうところで食べれるみたいなんですよ。ここちょっと行ってみましょう。危ねえ。暗いから分からんかった。デコボコやった。ど真ん中の席しか空いてませんでした。やばい。しかも暗い。いろいろありますけど、どれがどれなんやろ。これかな。デモックってやつ。タロビーフ。これはタロイモのスープか。どれやな。コウモリのスープ。いろいろありますが、なんか魚も生焼きもいいって言ってたから、ビールの缶で$4ですね。600円ぐらい。思い切ってコウモリスープ頼みました。ココナッツミルクがついてるのとプレーンとどっちにするかって言われたんですけど、分かんなかったんで、人気あるのどっちだって言ったらプレーンの方って言ったんでプレーンにしました。楽しみっすね。とりあえずハイネケン頼みました。またや。片手カメラ持ってるからまた泡だらけになるんすよね。これ斜めにできないからな。どんだけ泡やねん。いや、ほぼ泡やん。どないなってんねん。いただきます。ほぼ泡。暑い場所でのビールめちゃくちゃうまいですね。最高すぎる。でも結構アサヒを飲んでる人もいますね。でもパラオでアサヒ飲むのもオツやな。ウカエブ来ました。これがウカエブっていうやつですね。カニの料理ですね。これは何の魚なんですかね。丸ごとです。でこれが小のサイズですね。
これは直視できるんか。コウモリのスープ、めっちゃコウモリやん。思ったよりこんなん全部食べれるんや。めっちゃ牙出てるけど、思ったよりもコウモリのスープがやばすぎて怖いんですけど、大丈夫かな。これ触るのも怖いわ。これ普通に身を剥く感じなんかな。鶏肉みたいな感じなんかもしれんですね。うわうわうわ。じゃあ早速ちょっとスープの味を味わいましょう。ドキドキするな。大丈夫かな。さすがに何でも食べれる僕でも抵抗ありますよ。お、スープはうまい。スープは本当に普通になんていうの、鶏のスープですね。鶏のスープが若干パサパサした感じがあるというか、スープ自体はうまい。ちょっと中の肉食べてみますか。怖い。あ、でもほんまに鶏肉やな。じゃあいきます。鶏肉の美味しい味ですね。でもなんか若干なんか毛がモコモコしてるような感じがして、想像するとちょっとあれですね。何も考えずにうまい肉を食ってるって考えると普通に美味しいですね。このモコモコした毛がちょっと嫌ですね。でも味自体はうまい。ちょっと違うの食べよう。まあでも食べてみる価値はあると思いますね。一生に一度。周りを見渡してもコウモリのスープを飲んでる人は見ないっすね。じゃあ浮かえぶカニのココナッツ煮いただきます。そのままなんかすくえる感じ。うまそう。これはうまそうやな。浮かえぶ。これはうまい。カニをココナッツで煮るとこんなにまたまろやかな味に仕上がるんや。癒しやな。まあでもね、カニも冷静に考えたら僕ら当たり前にカニ食べてるから別になんか嫌な感じしないけど、普通にカニを初めて食べた人もすごいと思いますけどね。だからそう考えるとコウモリも一緒ですよね。僕らは食べたことがないからビビりますけど、鶏も食べますし、先入観ってやっぱ大事なんですね。先入観がないとやっぱこれまずいかもしれないとか危ないかもしれないと思いながら食べるとやっぱ味も変わりますし、何でもそうっすよね。仕事とかもそうっすし、皆さんがやってる仕事も最初から失敗するっていう先入観でいたらね、うまくいかない。でももう成功のイメージがあって、例えばカニももう美味しいというイメージがあるじゃないですか。だから成功のイメージを持ってやれば成功する可能性が高い。そんなことも教えてくれるんですね、このパラオの旅は。まさに旅は自己投資ですね。もうめっちゃ満席でめっちゃ注目されました。小声で言いました。まさにこれですね、旅は自己投資。はい、いただきます。うまっ。魚のフライうまい。安心するな。なんでやろう。この魚のフライにもご飯がついてきてますし、多分スープにご飯ついてきてるのかな。これなんか一つ頼むとご飯が一つついてくるみたいな感じで、そら太るわみたいな、そういうことっすね。そんな2つご飯普通食べへんやん。半端ないな。コウモリ切ってくださいねってナイフ渡されました。マジかよ。まあ鶏を食べるのと同じって冷静に考えていきたいけど、ちょっとね爪とか残りすぎなんですよ。羽もちゃんとこうある。これでも意外と肉があるんやなって思いますね。普通に鶏肉やな。内臓まで出てきた。内臓はさすがに食べれんですね。だいぶ分解したけどスープの味変わるかな。ほんまにこれ全部食べれるやろか。食べ方がわからない。ごちそうさまでした。いやー美味しかったんですけど、それ以上になかなか貴重な経験をさせてもらって、そっちの方が印象深いですね。そしてまあ決して安くはなかったですね。
1万円ぐらいしました。で一つ一つの量が多いんでやっぱりシェアしながら食べる方がいいですね。じゃあちょっとね最後のお店に行く前にちょっとお口直しみたいなのしたいなと思ってカフェに行こうかな。なんかマッサージ店とかね結構ちょこちょこありますね。ここもマッサージも行ってみたいな。なんせ円安で高いですね。円安じゃなかったらもうちょっとリーズナブルな感じだと思うんですけどね。まあでも節約して過ごすんだったらスーパーとかねあるんで、あそこでいろいろ買って部屋で食べるっていうのが多分一番コスパいいと思います。僕は今回ね動画でいろいろ紹介するためにもこう外の飲食店回りたいなと思うんですけど、スーパーも行きたいな。こういうなんか中華とかやったら安そうやな。ここかな。違うな、僕が行こうとしてた店と。どこにあるんや。カフェルアールっていうところに行きたいんですけどね。ここか。ここっぽいな。お、なんで閉まってるやん。なんで8時半まで開いてるってなってるのに、なぜか今日閉まってるやん。なんで6時までになってる。なんやねん、Google は8時半ってなってるのに。マジかよ、騙された。 Google 見てくださいよ、これ8時半で間もなく閉店ってなってるのに、こっちには6時までってなってる。どないなってんねん。またこれかよ。今日は動画編集もあるし、なんかスーパーで買って帰ろうかな。カラオケが道路に迷い込んでるやん。おいおい大丈夫か。おいおい危な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 い。信号がないからみんな飛び出してくるな。こっちのスーパーで何か買おうかな。なんかいろいろケーキとかもめっちゃカロリー高そうなの売ってますし、お、魚も売ってるな。結構日本のものも売ってますね。小倉あんとか本だしとかお茶漬けとかもある。いやスーパーもね結構日本と比べるとやっぱ安くないですね。だからこう日本人が逆にここに来ると妙に節約してしまって逆に痩せるみたいな、そういう効果もあるかもしれません。ちょっとこの滞在中にでせっかくの旅行なんで贅沢にこう過ごす過ごし方と節約してできるだけいろんなことを楽しむみたいな、そういう過ごし方も考えたいですね。あ、こっち閉まってしまった。やばい、スーパーで早めに買っとかんともう閉まってまうやん。今まだ8時やのに早いですね終わるのが。あれ逆にあそこ開いてない？定休日やと思ってた鳥取が。歩行者に優しいですね。すぐ開けてくれる。あれ定休日だと思ってた鳥取開いてんじゃんこれ。あ、開いてるやん。しかも結構安め。あ、これランチか。ちょっと行きたいな。そう、トイレ行きたいな。ちょっと一旦ホテルにこれ荷物置いてから戻ってこようかな。札幌一番や。カップヌードルは安いっすね。ここのお店はビール売ってましたし、なんかコーラも安いやつありましたね。いや冷静に考えてみるとね、こんだけ日本の中古車が多分日本よりもメンテナンスそこまでしてないはずやのに、こんだけちゃんと壊れずに走ってるっていうのは、僕たちもなんか結構新車に乗り換えたりとかしてると思うんですけど、ずっとなんか20年間同じ車に乗り続けても大丈夫っていうことっすよね。ちゃんと走ってるもん。多分もう20万キロとか30万キロとか走ってるやんと思いますよ、この辺の車。それでも普通に走ってるからな。じゃあお口直しにスイーツと思ったけど本格和食とワインいっちゃいますかね。あ、木曜日はディナーオンリーなんや。なるほどな、夜だけやってるみたいな。お、結構入ってるな。こういうとこは鉄板みたいな。お刺身がもう売り切れですね。当店おすすめ。刺身が3000円ぐらいするな。マングローブ貝の魚、お寿司もあるんや。いろいろありますね。安心するな。今日日本から来たばっかりやのに安心する。クラフトビールまであるやん。ちょっとこう通いたい
ぐらい。クラフトビールも気になるな。寿司もあるし、焼酎もあるな。パラオレモン、グラス、なごみ、マングローブ街の酒蒸し。なごみ。じゃあいただきます。なごみ、タロイモの焼酎。うまっ。っていうか、ここにソーダ割りとか水割りとかもないんですね。もうロック一択。ちょっと飲んでみたいお酒がいっぱいあるな。パラオレモンハイとかパラオレモンソーダとかも気になる。でもこれ1杯でも1100円します。安くないですね。円安恐ろしい。刺身めっちゃしっかりしてるやん。うまそう。刺身いただきます。普通にうまい。普通に日本とそこまで遜色ないうまさの刺身が食べれますね。うわ、パラオレモンハイも頼みました。これで今日は打ち止めにしよう。日本と同じ感覚でめちゃくちゃ飲めへんな、高いから。パラオレモンハイ。なんかちょっと思ったのと違うかったな。ハイっていうからなんかソーダっぽい感じを思い浮かべてたけど、普通に焼酎となんか割ってるような感じなの。レモンソーダにしとけばよかった。でもうまい。レモンがしっかりしてる。来た来た来た。無言で来てます。マングローブ街の酒蒸し、うまそう。いただきます。うまっ。味付けしっかりしてる。スープもうまい。海外で日本を味わいたいっていうよりは、海外でも日本の味をここまで再現できるんだみたいなね、視点で楽しむといいっすね。日本のクオリティのものを食べようとしたらやっぱりこうじゃないとかね、それはまあ日本で楽しんだらいいと思うんですよ。でも日本の味がここまでこういうパラオとかっていう地に伝わってこうやって食べてる人がいるっていうことが誇らしいじゃないですか。酒蒸しもその本当にうまい日本の居酒屋とかに行った酒蒸しに比べるとちょっと浅いですよ、やっぱ味は。僕もやっぱ舌超えてきてますからね。でもこのパラオでこんな味を作ってくれるんやっていうことに感動。普通に美味しいですよ。でこのマングローブ貝っていうのは食べたことないんで、普通の貝よりもなんかちょっとちっちゃいですけどね。日本の文化はいろんなところに行ってるんですね。それが素晴らしい。そんなことも教えてくれるんですね、このパラオの旅は。まさに旅は自己投資。旅は自己投資。いやー美味しかったですね。素晴らしい。でもね、本当にやっぱ円安のダメージはめちゃでかいですね。1ドル100円やったらなんかめちゃいいやんみたいな感じの値段ですけど、やっぱ 1.5 倍ぐらいしないといけないからね。でもなんかやっぱ日本の文化がああやって浸透してるのは嬉しいですね。さあそれでは今日は、今9時25分で、ちょっと早いですけど明日も朝早いし、まだこの後ねちょっと今週の明後日公開の動画のねちょっと準備もしないといけないんで、今日はこの辺で終わりましょうかね。この時間になるとやっぱ車の通りも少ないですね。そして夜は結構涼しいですね。でも半袖半パンと、僕は今キルリュックのベスト着てますけど、それで十分過ごしやすい。この穏やかな気候がいいですね。明日晴れてほしいですね。でも星出てるから晴れてくれるかもしれないですね。一応なんか天気予報は明日曇りでちょっと雨も降るみたいな感じで不安なんですけど、いつもの僕の流れだと大事なシーンで晴れてくれるかなと思います。ここのバーもね行きたいですけど、また違う日に行きましょう。
はい、皆さんおはようございます。今8時6分でございます。8時45分からね、パラオの目玉と言ってもいいでしょう、ミルキーウェイとかね見に行きたいと思うんですけど、今日はね天気予報上は結構雨模様なんですけど、なんとかねなんか晴れてくれそうな予感がしてます。僕の晴れ男ぶりを信じて、むしろ今のうちに雨降ってくれみたいな感じです。雲もねそんな分厚くないし薄めなんで、なんとかなるかなって感じですね。さあ朝食に向かいたいと思いますよ。いやー、動画編集もね無事終わりまして、ちょっと思い残すことなくなりましたね。あとはサムネイル作るぐらいなんで、よかったよかった。結構リモートでやったらなんとかなりますね。ネット遅いけどなんとかなりますですね。6時半か9時半。それではね朝食取っていきたいんですけど、なんかそんな大したもんないかなと思って時間ギリギリに来たけど、結構いろいろあるやん。チキンのおかゆ、コーンスープですね。ちょっとホテルのね動画ではないんでざーっと流す感じにします。いろんなのがありますね。やっぱ中国の方も多いから、こう中華料理も結構あるんですね。アメリカンブレックファスト系もありますね。こんな感じです。ウェルカムもありますね。はい、そしてチャーハン系もあります。あ、卵料理もちゃんと作ってくれるんですね。目玉焼きとかね、あれ嬉しいですね。パンケーキとかありますね。でドリンクがアイスティーと普通の水ですね。スムージー系とかないんか。でここがシリアル系ですね。シリアル系があって、牛乳、ミルクで、この辺はアペタイザー系、あ、フルーツもあります。こんな感じですね。サラダもあります。十分ですね。僕もっと質素なものを思い浮かべてたんで。あとなんかこっちに麺類みたいなのがありますね。これなんやろ、なんかそばみたいに作れるんかな。こんな感じで作ってきました。取っちゃったな。はい、それではいただきたいと思います。いやー、昨日の夜とかね結構高価やったんで、こうやって朝ごはんがついてるとめちゃくちゃありがたいですね。すごいお得な気分になる。味も日本人に合ってる感じやな。フルーツもしっかり取れてありがたいですね。最高。はい、もうすぐ出発なんですけど、なんと雨が降ってきた。大丈夫かこれ、頼むで。ここが、パラオでも一番の繁華街で。今回のねツアーでお世話になったのはロックアイランドツアーカンパニー様です。すみません、ちょっと今日のメンバー発表させていただきます。安室奈美恵さん。失礼します。さあ、雨はねほとんど止んだんですけど、まだちょっとどうなるかわかんないですね。でもいつもの感じだとこのまま晴れてくれるみたいな感じになりそうですね。このボートで行きます。はい、頭一発気をつけて。キャプテン、はい、バックでーす。パラオの岡村隆史。レオです。ヒロシと言います。ヒロシと呼んでください。よろしくお願いします。じゃあここからまずミルキーウェイまでだいたい60秒になります。よろしくお願いします。ちょっとずつ晴れ間も見始めてますね。ここにはなんか集落もありますね。いやー、曇っててここまで美しいの素晴らしいですね。日本に近いマングローブがあって、これは楽しみやな。ああ、そう。鳥がアジを取ってる。
もっと元々はでかかったらしいんですけど、台風で崩れた灯台です。めっちゃ揺れるやん。ジンバルで揺れた感じ出えへんよ。うお、すげえ波。あ、ここでもめっちゃ綺麗。浅いんやな、この辺。超綺麗。曇っててこんだけ綺麗ってすげえな。ドロン島レベルや。綺麗やな。めっちゃ綺麗や。これは半端ない。何この色。めちゃめちゃ綺麗じゃないですか。すごい色してますね。なんでこんな色だったか分かったか。実はね、たかしが昨日から徹夜でバスケいっぱいやりました。冗談ですけどね。その周りの島じゃパラオでロックアイランドというワニがいる。ワニいますか。ちっちゃいですね。ワニが漂う。たっぷりここにワニがいる。ワニいるんだね。パラオには島がたくさんあるんですけども、はい、パラオに全部でロックアイランドの島いくつぐらいあると思いますか？全部で島がなんとパラオに島が586島ございます。そのうち445島が2012年の4月にユネスコ世界遺産に登録されました。自然と文化複合世界遺産なんです。ちなみに本日回るとか全て世界遺産に入りますね。楽しみましょう。で、このロックアイランドの特徴が島の下に削れてるの分かりますか？これがノッチって言われてます。雨の浸食、波の浸食によって削られてってるんですけど、一番の原因が近くに見るとね、穴がボコボコ開いてるんですよ。実は水面近くに付着してる元が海藻、カニとか貝が食べた島も直接です。ああやって泥を取ってくれてるみたいですね。こんな泥なんですね。今日は500万円分以上無料の試験を買っております。どう？柔らかい。ちなみに端の方は結構荒削りされてるザラザラしてるんだけど、真ん中に行けば行くほどきめ細かい滑らかな色が出ます。ちょっとついてくる。こんな感じになっちゃいました。めっちゃ美肌効果ありますよ、これ。これはすごいですね。いくら分ぐらいになってますか？今はそれまだまだ30枚分ですかね。あとは470枚分ぐらい塗っていただいて。旅費の元取りたいと思って。これで旅費の元取れちゃいますね。ちょっと僕も入ろうかな。これで泥を落とすんだ。水の中何も見えないですね。最高。幸せはここにもありました。おお、そんなこと言ってる間にちょっと太陽の光が。いやね、泥パックをね取ってきてもらいましたけど、ここ中入っても全く前見えなかったんで、
本当に手探りで拾ってきてくれるんだなと思ってすごいな。いや正直ね、天気があんまり良くない状態であんだけ綺麗だったんで、だんだん晴れてきてるんでね、メインイベントではいい感じになりそうな感じしますね、なんとなく。また美しい。おお、これは天気になったらめっちゃ良さそう。この右側が通称猪木アイランドって名前。猪木アイランド。猪木さんが親善大使やったことで猪木アイランドって言われてるみたいですね。半端ないな。モーリーアイランドも作りたいな。わあ、これも綺麗。わあ、天気がねそんなに良くなくてもここまでの景色見れるんで全然来る価値あるな。こういう風にライブになったのが分かった。あれがロングビーチです。ロングビーチだ。おじさんが上向いてるからおじさんアイランドらしいです。透明度高。さあ島に上陸しました。ここでランチをいただいたりとか、できるみたいですね。昼からは天気良くなってほしいな。雨は降ってないですけどね、なんかもう一息みたいな感じですね。でもなんかこういう天気でもここまで綺麗なんやっていうのがね分かっただけでも良かったと思います。どこの島行っても毎日快晴なわけじゃないですからね。この一つ一つの木とかもすごいっすね。こんな弁当が出ました。どこででも食べれるんですね。こんな感じのご飯が用意されてる。ありがたいですね。和食っぽいな。唐揚げとそれではねいただきましょうか。ありがたいですねマジで。よし、日本で食べる弁当みたい。
これは大事です。ミクロネシアにこの辺にしか生息しないニモの仲間、ダスキーアネモレフィッシュっていうクマノミがいますんで。さすがパラオといったね、素晴らしい青と透明さ際立ってますね。パラオはね、シュノーケリングの楽園として世界中の海洋愛好者にも愛されてるんですね。澄み渡る青い海と豊かな海洋生態系が訪れる人々を魅了してやまないと、そう言われる海でございます。この水中の景色はね、まるでガラス越しに見るようにクリアということでですね、こんな曇り空でもこれぐらい綺麗なシュノーケリングを楽しむことができるんですね。サンゴも生き生きしてますね。これが珍しいダスキーアネモネフィッシュですね。とても生命力をね感じる素晴らしい景色だと思います。これはなかなか日本でも見れる景色じゃないんじゃないでしょうか。曇り空だったんでね、どうなることかと思いましたが、全然見応えありますね。いや、むしろ感動しっぱなしでしたね。いや、本当に素晴らしいと思います。パラオまで来て本当に良かった。ここからは少し BGM を消しますね。いやー、曇ってでもここまで綺麗に。はい、じゃあ本日最後のポイント到着いたしました。はい、ここからはね BGM を消して自分で泳いでる気分で見ていただければと思います。貴重なパラオの絶景です。
じゃあお待たせいたしました。はい、ご準備の方お願いできます。ありがとうございました。はい、今部屋戻ってきたんですけどね、うっかり僕部屋の鍵をね中に入れっぱなしで、部屋の鍵やと思って机の上にいらないカードやなと思って置いてたやつを部屋の鍵だと思って持って行ってました。無念です。でも掃除してる人に言って入れてもらいました。はい、今はね5時半なんですけども、今からですねサンセットを見ながらおしゃれにご飯食べれるところにねちょっと行きたいと思います。多分高級店だと思うんですけど1日ぐらいいいでしょう。5時半にお店からお迎えに来るっていうことなんですけど、まだ何も来ないですね。今日はなんかいい夕日が見れそうな気がしますね。この夕日を見ながら食べれるところもいつ予約するかっていうのねすごい悩んだんですけど、もう今日行っちゃおうと、今日だったらいけるんじゃないかということで、はい、迎えに来てくれました。今から送迎に向かいます。なんかレビューにくれぐれも半パン T シャツで行かないようにっていうレビューがあったんで、やべって思って今送迎の人にこの格好大丈夫かって聞いたら大丈夫だということなんで、半パン T シャツで行きます。申し訳ございません。ちゃんと確認取りました。そんなん知らんよ。のどかな感じですね。パラオハイスクール、日本人の客多い？の少ない。エリアイシーサイドダイニング。おお、美しい。めちゃくちゃ雰囲気。OK、Thank you。おお、そこも見える。めちゃくちゃロケーションいいですね。ここ見ながら食べれるんですね。続々とお客さんが来だしましたね。今日のサンセットは6時11分ですね。もうちょっとです。あと20分。これがシェフスペシャルって書いてるな。コースかな、これは。コースを頼むみたいな感じになってるのかな。コース頼むかな。70ドルやったら、1万ちょっとか。このコースいっちゃいますか。奮発して。Rainbows and course? How would you like to cook this one? Your beef. Yeah, because all this one is you get just. Okay. And how would you like to cook the medium rare? Medium rare. Medium rare. Yeah. Okay. さあ、いただきますかね。最高の夕日に乾杯ですね。いただきます。うまっ。今日はたくさん泳ぎましたんで、その感動をこの一杯で完成形に近づくというか、欲を言えばね、もっといい席撮りたかったですけど、今日はちょっとやっぱ人多いみたいですね。でも夕日のタイムラプスはね撮らせてもらってるんで、最高の夕日は皆様には見ていただけると思います。僕の席からだとちょっと見えるか、ちょっともうちょっとコースだったら見えるな。ちょうど見えるか見えないかみたいな。なんか楽器演奏しそうな人が出てきましたよ。生演奏まで楽しめるの。こちらアペタイザーですね。もうこのスタートの段階から最高な店っていうのが分かりますね。価値があるここは。いや、よかった。ちょいちょいます。カツオめっちゃ監視されてるけどね、横の人。いただきます。上品な味、うまい。日本人にも合うな。うまっ。Thank you. Thank you.
貝もいただこう。うん、うまい。前菜もうまい。ソースもうまいな。ちょっと写真撮りに行ってこう。サラダ来ました。いや、サラダもうまいですね。パパイヤと一緒になって味付けが絶妙ですね。でね、僕の目の前ああやってね、なんか生演奏の準備してるんですよ。めっちゃ良くないですか？もうすでに雰囲気最高なのに、今から生演奏行われておるから最高じゃないですか。そしてちょっとこう右を見ると夕日が見えると。いやー、ここはマジ来てよかったな。パラオじゃないと体験できないみたいな、なんか独特の空気感とちょっとした自由な感じと、そして最高のロケーションでまずは気候もいいんですよ。汗が出るほど暑くないし、ちょうど涼しい。めっちゃ過ごしやすい。これで円安じゃなかったかな、それだけがね。でもここは円安の分を差し引いてもありかなって感じやな。パラオに旅したんやったら一回は来てほしいっていう店じゃないですかね。まだ前菜とサラダしか食べてないけどな。さっきね、前菜で食べたやつが鮮魚のたたき、多分あれカツオっぽかったけどな。あと貝が焼きマングローブ貝ね。昨日もマングローブ貝のね酒蒸し食べましたけども、あとカクテルシュリンプですね。でサラダはグリーンリーフに春雨、大豆、ジンジャー、ガーリック、ハーブ、ピーナッツをトッピングしたピリ辛タイ風サラダってやつだけど、全然ピリ辛じゃなかったけどな。これはちょっとなんか違うタイプのやつが出てるような気がする。大豆とかも別になかったし、春雨もなかったんで、これはなんか違うサラダが来てる気がします。で本日のスープ、ロブスターのビスクいただきます。あ、うまっ。ほんのりエビっぽい味もして、適度な酸味とバランスがめちゃくちゃいい。あんもついていきます。ちょっと夕日も気になってきた。早く撮りたい。最高やな。めっちゃ特等席やん。夕日を見るのはちょっと良くなかったかもしれないけど、この曲を聴くのは目の前。いや、お前喋んなって言ってね、音楽聞こえへんやんけみたいな。すいません。いや結構ね、生演奏をやる、ね、お店でも結構その曲がうるさいなみたいな、ボリューム大きいなみたいなのあるんですけど、ここは大きすぎず小さすぎず適度に雰囲気作りしてる曲が流れてて、めちゃくちゃ居心地いいですね。ここはいいわ。昨日のコウモリとのギャップがすごい。とかっていうようなお店ではないです。さあメイン料理すごいですね。この魚料理だけでも結構メインっぽいのにな。さらにこれ肉つくんでしょ。肉料理がすぐ来ると思って赤ワイン頼んじゃいました。本当はこの魚料理だったら白ワインの方が良かったかもですね。まあいいでしょう。いただきます。塩加減も絶妙だし、身がプリップリでうまい。いや上品な味やな。地元野菜美味しいですね。野菜珍しいって言いますけど、ナスもナスの味付けも素晴らしい。本当は白ワインやけど、しかもねこのホワイトワインソースになってるんで、白ワインのソースです。そこに赤ワインを入れちゃうというかなり悪いやつです。結局何でも合うな。かっこつけてすみませんでした。魚に白ワイン合わすとかね、僕は何でも合いました。
ほんと心地いいぐらいのささやくような声の歌声でいいっすね。普通歌手だったら主張したくなるもんだと思うんですけどね、そこをこうやってバックグラウンドミュージックになるように控えめにしてくれてる。いろんなことを学ばせてくれますね。何でもそうじゃないですか。僕の YouTube でも今僕がこうやってね顔出しして出てますけど、そこにはねバックグラウンドミュージックみたいに今日のこの曲を弾いてくれてる人みたいに後ろで支えてくれてる。本当はその編集者さんの色を出してもいいわけじゃないですか、その人の癖みたいな。でもあくまでも僕を殺さないように、モーリーチャンネルが壊れないようにそっとこう支えてくれてると。皆さんもそういうのあるでしょ。この人目立たないけど実はこの人はでもいないと成り立たないみたいなね。ここもそうです。あの音楽がなかったら全然ここの満足度は違うでしょう。そんなことも教えてくれるんですね、このパラオの旅は。まさに旅は自己投資ですね。半端ないな。バンドの中でもそうですよね。ボーカルばっかりがこうね目立ちがちですけど、実はもう支えてるメンバーがいないと成り立たないみたいなね、そういうことですよ。世の中そういう風になってるんです。みんな支え合いですね。このタイミングで最後のコーヒーが来ましたね。まだワインもあるのに、この辺がねパラオクオリティってとこでしょうか。これもいいですね。いや本当ね離島に来たって感じするな。なんかハワイとかグアムとはまた違う、アメリカに統治されてた時代もあったんで、やっぱアメリカっぽい部分もあるんですけど、でもその前は日本にね統治されたということで日本っぽさもあるし、非常に面白いですね。言ってみれば沖縄もねアメリカに統治されてた時代があって、でも今もうほとんど日本みたいになってますけど、そこからはねパラオは自分のところで独立してるんで、その分日本が入り込んでないっていうのはあると思うんですけど、面白いですね。独特です。アメリカとかハワイに比べると田舎っぽい感じするんですよね。僕の大好きな日本の離島の空気が出てます。その宮古島とか石垣島とかそういうのじゃなくて、いい意味で適当みたいな、ね、感じ。ゆるさがありますね。そのゆるさがいいな。やっぱりね僕も仕事してて日々ね毎週動画出さないといけないって思って、結構納期があるわけじゃないですけど、自分の中で決めた納期をねもう守ってると、ちょっとぐらいいいかみたいな。今日も10分ね迎えに来る送迎の車が遅かったりしたのもいいかみたいな。だから日本だったらねこんな店やったらもうこんな T シャツ半パンとか絶対ダメみたいな感じですけど、それもいいじゃんみたいな。なんやかんにみんな T シャツ半パンっすもん。別に問題ないじゃないですか。ここでなんでジャケット着ないといけないですか。でもなんか着ないといけない文化みたいなね作っちゃってて、それはそれでいいんですけど、僕はそんなんいいじゃんみたいな、かしこまったこと、仕事においてもそうっすよね。メールとかのメッセージでねこういつもお世話になっておりますとかで書きますけど、別になくても伝わるじゃんみたいな。それをいつも思うんですよ。それなのに毎回何々株式会社何々様いつもお世話になっておりますみたいなことを書き始めないで、最後にねよろしくお願いいたしますみたいな、めんどくさいじゃんみたいな、伝わるやんなくてもみたいな感じではいつも思ってます。炎上するかもしれないですけどね。伝わりゃいいんですよ。仕事はねそう前に進めばいいんで、逆にそういう長ったらしいことをやってて結局漏れてたりとか前に進めない方が問題で、 LINE で仕事してもいいと思いますし、それでもちゃんと仕事が進むんだったら全然いいと思います。何の話や何の話がこうなって、あるあるっすね。酔っ払いあるあるですね。クオリとミディアムレアだけど本当にミディアムレアなのかな。いただきます。肉うまそう。うまい。肉の硬さも味もいい。赤ワインが合う。うまっ。昨日の店はね日本人が結構いたんですけど、今日この店なぜか日本人見当たらないですね。中国の方とかの方が多い。昔はなんか日本人と中国人と韓国人ってなんか明確な違いがあったように思うんですけど、最近結構わかんないですね。日本人でもやっぱ韓国っぽいスタイルの人もいるし、で中国の方もすごいやっぱハイセンスになってきて日本人に近しい格好をする人もいるんでわかんないですね。なおさらアメリカ圏の人とかヨーロッパの人とかわかんないと思いますね。僕ら YouTube もそうっすよね。なんやかんやでモーリーチャンネルのモーリーって認識してる人は
多分見てる人の中でも結構僕は少ないんじゃないかなと思ってます。他の方の YouTube とごちゃ混ぜになってるか、もうただ旅動画として見てモーリーっていうキャラクターは全く意識してないみたいな、そうだと思います。それは悪いとか思ってなくて、だから覚えてもらわないといけないですね。ちゃんと個性出していかないといけないですね、ということも学ばせてくれるんですね。まさに旅は自己同士やな。パラオでそんなこと考えるなんて予想もしてなかったな。デザートきました。アイスクリームかな。いただきます。うまい。めちゃくちゃ濃厚なバニラアイスクリーム。バニラかな、ココナッツではないと思うけどめっちゃ濃厚。ほのかにココナッツの風味はするな。それ聞いてみよう。大丈夫？ココナッツアイスクリーム？いや、ココナッツ。ココナッツ。オッケー。ココナッツでした。ほのかにじゃねえな。さあ最高でしたね。ここはワインいっぱい追加して、日本円にすると1万2000円ほどかかってるんで高級店ですね。でも本当にそれはもう円安のせいですね。円安じゃなかったら82ドルなんでそんなもんかなって感じですけど、円安恐ろしい。じゃあここから送迎をしてもらいます。待っといたらいいんか。パレーシャ。いや Thank you。 ありがてえ。送迎してくれるのはありがたいですね。タクシー代込みって考えたらそんな高くないかもしれない。片道ね1500円ぐらいで考えたら。はい、エリアイシーサイドダイニング楽しんでまいりました。パラオ一素晴らしいレストランと言われるだけあって本当に最高でしたね。いや本当にいい雰囲気だし、曲も良かったし、味も美味しかった。最高でした。ただですよ、一つ物申したいことがありましてですね、昨日もそうだったんですけど今日もですね、やっぱり円安のダメージをめちゃくちゃ感じます。で先ほどのエリアイシーサイドダイニングでも良かったんですけど、お会計が82ドルだったんですよ。で今までの感覚だと8200円だからまあって感じなんですけど、実際今のレートで12570円ですよ。正直高いっすよね。そこはもう僕は嘘はつきません。でもやっぱパラオに来たら行ってほしい場所だなと思いましたし、そこは奮発してほしいなと正直思います。で昨日もねご飯2軒行って1万5000円ぐらい日本円にするとかかりました。でもドルで考えると別にそこまで高くないんですけど、どうしてもねやっぱり 1.5 倍しないといけないみたいな今の状態ですよ。もしかしたらこの動画出してる頃にはもっと変わってるかもしれないですけど、そうなってくるとたまにね奮発はいいとしても、こんなん例えば1週間滞在します2週間滞在しますみたいな人がもしいらっしゃるとしたら、食費だけでえらいことになるやんみたいな、どうしたらええねんみたいな、パラオ行きたいけどもそんな庶民には行けませんみたいな、そんな声聞こえてまいります。僕もねやっぱ庶民派の考え方をしてるので、すごいこれマジでこんな金額毎日払うのみたいな感じは正直思いました。しっかり体験したいところはね体験したいんですけど、じゃあ一応ですよ、庶民派のね旅 YouTuber としてはなんか安く済ませる方法ないんかと調べたくなるもんですよね。もちろんねまた他にももっと安い店がないかっていうのを探したいんですけど、多分そこまで変わらんかなみたいなところもあって、じゃあスーパーで買ったらどうなんかとかみたいなことを調べて、でもスーパーで買ってきて料理するわけにもいかないんでね、普通のホテルだと。でなんかいい方法ないんかなと思った時にちょっとありました。なんとしかも日本の企業さんがめちゃくちゃ頑張ってくれるっていうのが分かりました。これです。日清カップヌードル。僕も株持ってますけどね、このカップヌードルがですね、なんとですねいくらだったと思いますか？ご飯を食べた感じで言うとなんかもう300円ぐらい400円ぐらいするんじゃないかなみたいな感じを思うんですけど、なんとですねレシートもちゃんともらってきたんですけど 1.2 ドルなんですよ。1.2 ドルっていくらかっていうと183円なんですよ。これ下手したら日本より安くないですか？ちょっとなんか量が少ないんかな。日本と同じサイズに見えるけどなんか小さくも感じるんですけどね。味なんかも多分ほぼほぼ一緒だと思うんですけどね。しかも今回僕セールで 24% オフになってんで 0.91 ドル139円ですよ。安くないですか？さっきのご飯で1万2000円かかった人間が2つ食べても270円、これを食べて過ごすこともできるということなんですね。あとですね、他にもアサヒスーパードライ、これもなんと 1.86 ドル284円。これはちょっと高いか、ちょっと高めですね。でもまだ許容範囲じゃないですか。レストランとかでビール飲んだらもう1000円超えるんで、これもありがたいですね。日本の企業助かります。でですね、まだ他にもあります。ポカリスウェット、そんな言い方してないですけどね。大塚製薬さん、ここも頑張ってるんですよ。これなんか日本と変わらんのちゃうか
かな。ちょっとちっちゃいサイズですけど 1.05 ドル160円です。ちょっと高いぐらいか。でも全然ありがたいですよね。水の方が高かったんじゃないかな。ありがたいね。ちゃんとこう水分補給もできて安心のポカリスエット。大塚製薬さんありがとうございます。でこれは日本企業じゃないですけど、コーラが安いんですよ。ビールとかコーラとかが結構安い感じ。水よりもコーラの方が安いって感じですね。でこのコーラもセールやってて、普通は 1.1 ドルだったんですけど 0.77 ドルに割引だって117円です。安っみたいな。めちゃくちゃ安く感じますよね。今日と例えば僕もお買えないって言ったらこのカップラーメン2つとコーラで過ごすみたいな。そしたらこれとこれで500、600円でいける。日本並みのプライスでいけるということでね。だからパラオの絶景見たい、パラオ体験したいけどフライト代とかそのホテル代以外のお金出すのできるだけ抑えたいみたいな人は、もちろん日本から持っていくっていう手もあります。僕がハワイの旅でね出したような日本から持っていけるものを持っていって節約するっていうのは一つと、もう一つは現地でカップヌードルとかが助けてくれる。ありがとうございます日清さん。日清さんの案件じゃないですよ。はい。というわけで今日は1軒目でね満足しましたんで、これで締めたいと思います。お腹空いたらカップヌードルいきたいと思います。いやこれ味も一緒ちゃうんかな。もう缶も一緒ですからね。いただきます。アサヒスーパードライ。うめえ。そういえばアサヒ以外のビールを見てないな。札幌とかキリンとかまだ見てないですね。最高。安定やわ。日本企業素晴らしいですね。こうやってパラオに来て改めて日本の素晴らしさを知る。それも本当に大事なことですね。最高です。はい、おはようございます。今はね8時なんですけども、今日はですねレンタカーを借りて島を回りたいなと思っておりまして、今からレンタカー借ります。いや、OK。日本語の記入で OK でした。いいっすね。クレジットカード払いもできるんですけど、アメックスは使えなくてビザのみになります。で端末が会社にあるからってカード番号を控えて会社でやってくれるってことなんですけど、普通だとセキュリティ的にアウトだと思うんですけど、パラオなんで大丈夫かなと思ってます。でレンタカー代は70ドルでしたね。でも日本円にすると1万超えちゃいますね。円安恐ろしい。どれかな車は。Oh, passo. Okay. Tomorrow. This. Yeah. Yeah. Or but there. Key. Wow, from this. Okay. Now gasoline full Okay. and then finish. Wow. Okay. Okay. ありがとう。荷物取ってきてから出発します。天気もいい感じですね。はい、それではね今準備が整いました。今からですね飲み歩きじゃないわ、飲み歩きしたからね車でねドライブ旅ね今からやっていこうと思いまして、まずはねコロール島の南側にあるキングスストアっていうところに沖縄名残スパムおにぎりとか、あとサーターアンダギーみたいなのがあるみたいなんで、それをね買いに行きたいと思います。そう出発します。初めてのパラオの運転になりますね。右車線をね走る感じになるんで、怖い。どっちが優先だね。なんか左折優先とか言ってた。今日はいい天気やな。今日シュノーケルもよかった。ここもね日本人が作った橋と聞いてます。やっぱ綺麗やな、流れてると海が。海が美しい。めっちゃ綺麗やん。すげえ。この辺にキングスマートっていうのがあるんですけど、こやろ2つ隣みたいなこと言ってる。この辺かな。ちょっとこの辺入ってみよう。あ、ここや。キングスって書いてる。めっちゃ渋滞してるやん。止めて。上か。まあいいや。
さあやってまいりました、キングスマート。ここにサーターアンダギーとか売ってるらしいんですけど、めっちゃ人来てるからなんかすぐ売り切れるって聞いてたんで、やばいかも。買えるんかな。暗っ、めっちゃ暗いやん。めっちゃ並んでる。やばい、買えないかも。弁当、あ、スパムおにぎりある。こっちにはなんかケーキみたいなのあるけど、サーターアンダギーみたいなのないな。ないな、スパムおにぎりしかない。あー、たま、あ、これか。おお、 This one 結び一緒や、結び、たま Juga tama, たま banana. バナナ、あ、OK、 How many? 2, 3. あ、3、 OK、 Thank you。 すごい、弁当、あ、 Okay. パンケーキ、ああ、This one、 Peanut butter い inside. や、ピーナッツバター、あ、 Yeah. いや、 You can use this one. You can. あ、OK、 Thank you。 優しい。これで買おう。バナナとかも売ってますね。ミニオンとかも。ドリンクはやっぱ 1.5 ドルとかこんな感じですね。ちょっとやっぱ日本より高め。円高だったら全然普通ですけどね。はい、早速買いました。で、地元の人がなんか買ってたネッスルのミルクかな、これ何やろ、これコーヒーかな、なんかわかんないですけど 8g プロテインとだけ書いてます。それとこのね、バナナ味のサーターアンダギーみたいなタマっていう名前なんですよ。タマっていうのもね、日本語でもタマですね。そしてムスビーって言ってましたね。スパム握りですね。で、あとパンケーキで、ちょっとこれ朝食代わりにね食べてみたいと思います。まずどっから食べるか、やっぱスパム握りから食べましょうか。嬉しいですね、なんかそういう日本っぽいのがねあるっていうのは。こうラップで包まれてるんですね。この辺のスタイルもなんか沖縄に来た気分になりますね。全然めくれへんやん。どっからめくれんねんこれ。これあるあるちゃうんすか、パラオあるあるちゃうんすか。どこが継ぎ目になってんねんみたいなどうやって取んのこれ。これどう巻いてんの。全然取れへん。継ぎ目がわからん。どうなってんのこれ。みんなどうしてんの。ちぎるしかないんかな。ああ、なんかもうちぎるしかないな。日本とは違うんか。なんか密封されてる感じなんか。じゃあいただきます。スパム握り、スパム結び。沖縄とかで食べるスパムおにぎりよりもスパムが結構こんがり焼いてる感じですね。うまいですね。ご飯はもう本当に日本のお米なんじゃないかなっていうぐらいの米の感じ。海苔もうまい。これは日本人だったらもう全然普通に食べれますね。ホッとするわ。なんかしかも僕が泊まってるホテルの周辺はまあ言ったら多分一番街だと思うんで、そんなに親日感っていうのをめちゃめちゃ感じたわけじゃなかったんですけど、ここのねキングストアはちょっと離れてるんで、まあそれだけでも親日感感じましたね。なんか優しい感じしました。だからこっから車でいろんなこう州に行ったりしますけど、どんな感じに変わるか楽しみですね。うまい。味大丈夫っていうんかな。美味しいよ。弁当っていうのもパラオ語ですし、電話とかもそうらしいですよ。飛行機とかもそうですね。面白いですよね。それではいよいよサーターアンダギーをいただきます。サーターアンダギーじゃない、タマですね。まあどんな味なのか。バナナ味美味しいって言ってて、バナナ味しか売ってなかったですけどね。お、ふわ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 で柔らかい。あー、うまっ。ちょっとねサーターアンダギーとは違うんですけど、正直サーターアンダギーよりうまいかも。なんかサーターアンダギーって口の中の水分全部持っていかれるじゃないですか。これなんかしっとりしてる、中が。外はカリカリなんですけど中がしっとりしてて、これうまいわ。ドーナツに近いんかな。これもっと買えばよかった。20個ぐらい食えるな。しかもこれいくらやったんやろ。しまったな俺。さっきの結局いくらしたんか全然レシートももらわんかったから、一体いくらしたんかわからんかった。何も考えずにクレジット切ってしまいました。大富豪みたいなことしてしまいましたね。でも多分安かったと思います。しまったな。レシートくれんかったな。もらったつもりやったけどな。あるあるっすね。そんなこと気にすんなってことっすね。これパンケーキ。
このピーナッツバターが中に入ってて、これもうまいですね。あとこれね、混ぜとかなあかんやつか。めっちゃ晴れてきてるやん。まあいいけどさ、なんやろこれ、ココアみたいな感じかな。チョコレートローファットミルクって書いてますね。それにビタミンとかプロテインが入ってるみたいな、健康に良さそうなやつですね。いや最高っすね、うまい。結構ね電波が通じないとこがあると思うんで、オフラインマップを見れるように今 Google マップでオフラインマップをダウンロードしてます。やり方はですね、ここの自分のボタンを押してオフラインマップっていうのがこうあるんで、それでできます。はい、今ねコロール島の最南端のところまで来ました。ちょっとここに公園みたいなところがあったんで見てみたいなと思うんですけど、めちゃくちゃ綺麗じゃないですか。うわー、透明度すごっ。これは絶景だ。素晴らしいですね。いやー、やっぱ晴れてるといいっすね。いやー、めっちゃいいわ。半端ないっすね。一応水着とか持ってきたけど、どっかでサクッと泳いだりできそうっすねこれ。また雲が増えてきた。天気良かった。急に増えたり減ったりしますから。日本が作った橋ですね。鹿島建設っていうかな、作った橋ですね。ここもいろいろありましてですね、ちょっとこの橋の下ぐらいに行きたいなと思うんですけど、これですね、日本が作った橋、素晴らしいですね。でこれはね本当に重要な橋でしてね、その日本とねこのパラオの、仲がいいところも表している橋であるんですけど、これ実はですね、この前に建ってた橋、これ一回崩れてるんですよ。これどういう歴史があるかっていうと、昔はねここ橋がなかったんですよ。なのでやっぱ物資とか送ったりするのずっと船で送らないといけなくて、それだとめちゃくちゃ不便じゃないですか。空港はこっち側にあって、こっち側が町になってるんでね。で橋を作りたいみたいな話をした時に、日本も手を挙げたんですけど、あと韓国がですね、日本が作る半額の値段で作るって言って、韓国が最初橋を作ったんですよ。そしたらやっぱり日本の半額で作るもんだから、その台風とかねここ結構あると思うんですけど、それに耐えられない強度の橋を作っちゃってですね、19年目で崩れ落ちたんですよ。これ大事件ですよね。でその後に日本が橋を作って、今23年か24年経ってると思うんですけど、まだ綺麗ですよね。そんな歴史があるんですよね。だから日本が誇る橋がここに立ってるということですね。そして透明度マジすごいっすね。半端ないな。こういう一つ一つのね公園がめっちゃ綺麗っすね。なんかイベントでもやるんですかね。確かね今日そういえば敬老の日みたいな日らしいんですよね。だから割となんか、それかあれか、今日ナイトマーケットここでやるんか。ナイトマーケットも隔週でやるって言ってたんでね、あれここ上がって橋の目の前見たいなと思ってたんですけど上がれない。ここからは行けそうですね。チャイルドマストハブアダルトスーパービジョン、ここ上がってみよう。なんか滑り台みたいになってんねや。海に飛び込むんや。そういうこと。なかなかワイルドやな。海にそのまま飛び込めるじゃないですか。行けない。橋の目の前。日本のマークが見えますね。あそこ分かります？すごいなこれ。この橋も素晴らしいですね。Excuse me. Today, Yes. night market? Yes. Okay. Thank you. にしても気持ちいいですね。
天気最高、気持ちいい。なんか島があったんで入ってみようかなと思ったら行ける状態じゃなかったです。どないなってんねん。はい、それではね、先ほどの行けなかった小さな島があそこなんですけど、あそこから少し離れたところに公園っぽいところがあったんで、公園なんかな、駐車場かなにいまして、さっきね野犬がいたんで怖いんですけど、ここでちょっと空撮しようかなと思います。風が強いですね。はい、そろそろね最北端になりますね。ここで終わり？旦那これ行ったらあかんってこと？あ、でももうちょっと先やからここ止めて行ったらいいか。よいしょ。さあ、それでは進んでいきます。温度はね30度ぐらいなんで、日差しは強いですけどめちゃくちゃやばいぐらい暑いって感じじゃないですね。ただ紫外線がね日本の7倍っていうことなんで、やっぱり帽子とか日焼け止めとかねやっぱやってた方がいいですね。なんか施設があるぞ。お金を払えみたいなこと書いてるな。ツーリストサイトエントリーフィー5ドルって書いてるな。東大って書いてる。あ、東大ってパラオ語？東大って書いてる。どっちが正解なの？ここ階段上がっていったらええんか。マジかよ。ちょっと崩れてるぞ。誰もいないですからね。これ合ってんのかな、なんか違う気がする。おお、すごいすごいすごい。お、なんか廃墟みたいになってる。おお、よいしょ。
おお、こんな感じになってるんや。これが第二次世界大戦灯台ですね。なんか世界大戦の時にちょっと崩れたりしてるんですよね、これ。なかなかやな。なんかいろいろ建てようとして途中みたいな感じやな。すごい。もうすでにどこが灯台かわからんな。でもこっからうわー、最高の景色。おお、めっちゃ綺麗、美しい。でもこっち側はいろいろ考えさせられます。戦争の傷跡がここに出てますね。本当にこれ今にも崩れ落ちそうな、そんな感じですね。すごいことになってる。何語で喋ってるんかわからん。素晴らしい。なんかここが閉まってるかと思ったら、多分お昼休憩かなんか行ってたみたいで、今戻ってきた人にお金払いました。ちょっとなんかむしろ怒られるぐらいの感じの剣幕でしたけど、日本人で言ったらなんか大丈夫かったです。急に優しい、手振ってくる。めっちゃ怒ってた。ここですね。おお、なんか賑わってんな。ちょっと早かったかな、来たのが。なんかあれか、今日敬老の日やかなんかイベントやってるんですかね。僕が行きたいのはこのイベントじゃなくてカフェなんで、ここかな、この奥にあるジグゾーパズルみたいになってる。ここかな、ここのカフェ。どこ？ここに止めたら止めるとこあらへん。ノーパーキングで書いてるけどな。どうしたもんかな。ランチだけするって言ったら開けてくれました。優しいな。いやー、楽しそうやな。なんかイベントやってますね。休日って感じで、ランチいただきます。このランチメニューのツナステーキを頼みました。まあいろいろあったんですけど、人気があるのがそれだということですね。とマンゴージュースも頼みました。マンゴージュースを頼んでね、なんか10分ぐらい経っても出てこなかったんで、作ってんのかなみたいな、作り込んでんのかなって思ったら缶ジュース出てきました。買いに行ってたんですかね、店。マンゴーネクター
昼は暑いっすね。照り焼きツナステーキきたー。味噌汁までついてる。そしてサラダ。いやいや、ご飯の量多すぎやろ。ボリューム満点です。子供が気軽に休憩しに入ってきますね。そういう場所なの。でも一応なんかジュース頼む。いただきます。味噌汁からいただきましょうかね。日本の味噌汁や。インスタントやなこれ。日本のインスタント味噌汁の味や。でも嬉しいですね。わかめとサラダもついてるし。これはうまい。ツナやな。うまい。味はしみしみじゃないですけど、表面に照り焼きの味が。これなんか日本にはない味や。日本の照り焼きとはまた違う。めっちゃ人が集まってきてます。さすがにこうやってカメラ向けてね撮影してるんでめっちゃ注目されてます。米がなんか日本の米と似てるな。日本の米を輸入してんのかな。米の味もそっくりやな。これでも日本からこっちに来たらね、その円安とかで大変ですけど、こっちに住んでしまったら、移住してしまったらもうこっちのね水準で生きることになるんで良さそうですね。めっちゃ楽しそう。マンゴージュースとは合わねえな。でも間違いなく日本人に合う味やな。ツナも大好きですね。めっちゃ子供たちとかが集まってきてます。モーリー・トラベル OK? YouTuber でもここの人も YouTube 見るんやな。ここ 3G 回線しか通ってないから YouTube 見るのなんかだいぶきついと思いますけどね。でも知ってるってことは見てるっていうことですね。おいおい、俺の車の前に止められてもどうけど出れるんか。まあギリギリ出れるか。サンキュー、ありがたい。ちゃんとどいてくれた。予見がおるよ、予見。さあ、それではちょっとまた観光行きましょうかね。滝も見に行きたいですよ。はい、それではね、お腹も満たされまして心もほっこりしましたので、この気持ちのまま次のスポットまでドライブ楽しみたいと思います。すんげえ、何これ、やばやば、これは半端ないわ。さすがパッとっていう感じの色が出てますね。美しい。マングローブもある。ここもなんか一応観光スポットみたいなんですけど、今回見送ります。もともと行きたかったところに戻ります。ちょっとやっぱ Google マップがね、電波が悪くて見れないんで、ついつい通り過ぎちゃいますね。あるあるです。パラオあるある出ました。おいよ、ココナッツ落ちてるやん。落石注意じゃなくてココナッツに注意やな。ココナッツ落下注意。危ねえ。また同じやな。でも誰もおらへんっていう。これはすごい。絶景の青色が見えます。半端ないな。やっぱり天気になるとえぐいっすね。昨日の曇りでもなかなかすごいと思ってたけど、レベルが違う。うわ、こんな色、与論島とかで見る色ですけど、その色がここでも。これは絶景だわ。
最高。石に顔が刻まれてるみたいですけど、どこの石やろ、どこにあるんや。もっと下。これは絶景だ。すんげえ。おお、これは半端ないわ。はあ、いや美しいな。これ多分映像とね、なんか見る角度がなんか違うんですよね。もっとなんか青々したなんか綺麗に見えてるんですけどね。赤土っすね。全然見つからんけどな、石に顔がついてるとことか。どこにあるんや。まだ下。いや美しい。もうこれ見るだけでも価値あるわ。うわ半端ない。こんなにすごいのに。今何人いると思います？僕一人しかいません。半端ないな。いやこれはすごい。まだ行くんか。何ここ変わってんのかな。すごいジャングル。なんか声が聞こえるような気もするな。来た。これかな。なんか石がある。何？ストーンヘッジ。来た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 。これか。ああすごい。あるやん。なんじゃこれ。はあ、不気味な石が。俺に顔が描かれてるみたいな感じで描いてるけど、どれなんやろ。顔が描かれてるのはないな。俺顔っぽいっちゃ顔っぽい。あれも顔っちゃ顔か。まだ行くんかな。あれこれで終わりか。そんなもん顔なんか描かれてないけどな。いやー不思議なことがあるんですね。これはなんか顔っぽいな。はあ、はあ、帰りの階段きつすぎる。でも絶景があるから救われる。きつい。いやー長戸マウの滝行こうかなと思ったけど、ちょっと初心者というかパラオのことを全然知らない人間にとってはどっから入っていいやら分かんないですね。で調べてもなんか30分ぐらい道なき道を行くみたいな。で水にも濡れるからマリンシューズいるみたいなこと書いてるんで、これは初心者やっぱツアーで行った方がいいですね。ちょっとまた次来た時は滝見たいなと思います。じゃあちょっとどうしようかな。次の場所どうするか考えます。お、あれが国会議事堂ですね。素晴らしい存在感。全然違うな存在感。国会議事堂すごい綺麗。めっちゃでかいやん。以上、国会議事堂でした。そしてこの先がですね、この先にカフェがあるっぽいんで、ちょっと喉乾いたんでね、休憩しようと思います。いやしかしなんか道路が結構綺麗ですね。ここがまだなんかザラザラしてるけど、割となんかすごいメンテナンスが行き届いてるような感じがします。車走ってても走らせやすいですね。で
パラオはね信号ゼロなんですよ。よく離島とかにあるじゃないですか。沖縄離島とかにでも信号が一つだけあって、なんであるんかっていうと、その教育用で信号作ってるみたいな。でパラオも教育用に最初信号あったんですけど、台風かなんかの影響でそれは壊れて、その信号のせいで渋滞とか起こってたしみたいな、もうええかみたいな感じでもうやめちゃったらしいんですよ。いいっすよね、そういう感じも。なんかパラオらしいというかね。ここはまた一つの集落ですね。ああ、ここの美しい海が目の前に見えてる。すごいな。どこ行っても気持ちいい。ここですね、オケミカフェ。3時まで3時まで3時まで。今3時11分やけど無理かな。開けてくれへんかな。夜券もおるで。ウェルカムトゥーハイスクール。学校ありますね、学校。これが学校ですね。ここら辺も気持ちよさそうやん。あ、ここや、オケミカフェ。もう閉まってるな。一応聞いてみようか。無理っぽいけどな。一応聞いてみよう。めちゃくちゃ良さそうやん。聞いてみよう。無理っぽいけどな。なんとか入らせてくれ、お願いします。ローズかな。ローズフィニッシュ。フィニッシュ。ああ、そう。やはりダメでした。めちゃくちゃロケーションがいいとこですね。すごい、こんなロケーションのところでコーヒー飲めるんですね。こんなロケーションのところでコーヒー飲めたらいいじゃないですか。めっちゃ綺麗。それではね、ちょっと遠回りになるんですけど、逆回、まあ一旦ちょっと戻るような感じになりますが、行きしに通らなかった方の道を通りながら、コロール島の方に戻りたいと思います。まあ、その途中にねショッピングモールもあったんで、あそこちょっと寄ろうかなと思います。先行けたかもしれんな。ちょっと今日はやめときますかね。こっから行けるっていうことは分かった。結構1時間ぐらいかかるって書いてるんで、ちょっと今日は難しいが。スーランゲルショッピングセンター行くか。はい、Do not enter ってなってる。何これ。あれ、なんか今日閉まってるな。臨時休業？マジかよ。またショッピングセンターまで休む。はい、行きに来たね、日本パラオ友好の橋の反対側ですね。あちら側でもうなんかすでにイベントが行われてるんですけども、この手前側に、今来ました。じゃあここにね、ジャパンパラオフレンドシップブリッジって書いてますね。でここからだと橋の下をしっかりとこう見下ろすことができますし、なんとここで、シュノーケルとか海水浴楽しんでる人がいますね。地元の方はここで泳いだりするみたいですね。おお、すごい、ここで泳いでる。へえ、ここで泳ぐことできるんや。泳いでみようか。あ、でも透明度も高いですね。いい感じ。ライフガードオンデューティー、スイミングアットユアオンリスク。あ、注意しながら泳いでくれみたいな感じなんですね。エンジョイ？うん？エンジョイ？
イエーイ。ムービームービー。Oh, movie. 楽しそうですね。みんな楽しそう。イエーイイエーイ。橋は綺麗ですね。素晴らしい。これが日本の会社が建てた橋だ。危ねえ、入り口と出口間違いだった。教えてくれました。それでは今からね、もうちょっと早めなんですけど、まだ4時46分なんですけど、もうレストラン行きたいと思います。今日僕8時からね、動画公開もありますんで、それまでに食事終わらせてしまいたい。はい、でそれが終わってからバーとか行こうかなと思ってます。ここですね、カープレストランって書いてるんですよ。カープコーポレーションカープレストラント。どこや、こっちかな。どこ、どこがカープレストランなんや。カープイズリゾートとは書いてるけど、レストランはどこや。ワン個しかおらへんぞ。カープレストランどこ。カープレストランリザーブドカープカスタマーズとは書いておくけど、カープレストランどこなんや。あ、ここかな。この奥か。あ、ここか。もしかして4時半から開いてるって書いてるな。あ、これカープレストラン。あ、扉をスライドさせていくとさ、あ、こんにちは。誰もいない。お、すごい。2017年に黒田さん来てるじゃないですか。黒田選手。どこでもいいんですか。じゃあ端っこにするか。量が多いって書いてるの。おすすめはおすすめ。全部おいしい。2つも頼めんな。どうしようかな。飲み物はレモネードと刺身。卵を使ったメニューをおすすめします。卵はパラオの地鶏卵ってことだ。じゃあオムライスか親子丼か。親子丼いっちゃうか。ここでパラオで親子丼10ドルいっちゃおうか。親子丼帳。すいません。あ、親子丼で日本語が通じて嬉しいな。トイレ行きたいですけど、パラオ語で確かトイレのことを便所って言うんですよ。日本から来てるんですね。すごい。しかしどういうタイムスケジュールで行こうかな。今5時だろう。6時半ぐらいに食べ終わって、次の店も日本人経営の居酒屋行って、そこで飲もうと思ったら一旦車を置いてから行きたいし、あとナイトマーケットもねちらっとは見たいなと思ってると、ちょっと時間がないんですよね。動画公開8時からしてるから、それ対応しながらみたいな感じにするしかないか。しょうがないですね。OK 今日は運転なんでね、レモネードで、刺身とレモネードっていう謎の組み合わせですが、しょうがない。運転がなかったらな。いただきます。汗かいたからうまっ。刺身のボリュームすごすぎる。おお、半端ない。山佐の醤油あるじゃないですか。入れました。じゃあ刺身いただきます。うまっ。ごっついな。でかいな。でかい。2人分やん。確かにコスパはいいけど、比較するもんがないな。コップもでかいからな。全部がでかい。刺身もうまかったし、ちょっと親子丼うまそうやな。ちょっといただきます。なるほどな。ちょっと今まで食べたことがない感じの方向性の親子丼や。でも卵がやっぱ美味しい。なるほど。日本で食べるこれ親子丼じゃないな。でもなんかやっぱ日本で食べる
味付けなんですよ。なんて表現したらいいんやろ。なんやろこれ。オムレツが上に乗っかってるご飯みたいな、そんなイメージですね。この方向性はこの方向性あるですけど、日本のよくあるカツ丼でね有名なお店とかの味じゃないな。ボリューム卵もマフも。日本の方？日本です。どこ？東京？僕神戸です。神戸シティボーイだね。いやいや、そんなことない。田舎です、神戸ね。普通に広島。見ました。ね、広島でね。カープが。そう、カープが好きでね。はい。私は広島で生まれて、原子爆弾が。ああ、そうか。ねはいはい。経験されてるんや。前ね。広島市内にいた情報が入って、私たち家族はすぐ田舎に疎開して。あ、そうなんですか。本当にわずかな数時間でね、広島から離れたの。すごいっそれすね。ラッキーだったね。その時私たちが若い頃広島で結婚式して、でパラオに来たの。パラオに来たらパラオの人は日本人はすごい優しかった。あ、そうなんですか。そう言ってくれたので、私はそういうことは知らない。プロのスポーツを言って野球しかなかった。カープファンになったら「はい、マリありがとうね」はい、あの子やね、うちの長女、うちの後継ぎ。僕日本で旅行の YouTuber してるんですよ。だからここのお店もちょっと紹介させてもらって今動画を撮らせてもらってます。あだまあ、もう私さよなら。ここでは飲めないです。飲めないの？車なんです。あっという間ですよ、人生。お宅も若いけどね、あっという間だからね、結婚してもね、いい女性も時にはいるわね、タイプが違うのとかね、そんなのはお互いだから。じゃあそういうことで、ゆっくりね、気が向いたら、今車あるから言われるんだったら、ハンドバッグかゴミ袋入れてね。はい、じゃあゆっくりしてください。ありがとうございます。写真だけ一緒に撮らせてもらって。いや、写真はいい。ダメですか。いや、いい。じゃあここで写真だけ。これカープに。じゃあ行きます。ありがとうございます。どうぞゆっくりして。言いたい放題でごめんなさい。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。これも持って帰っていい。ありがとう。よかった。運転なのでね、YouTube 流れてるんでね、いい加減なことできないですよ。これカニとタピオカです。これタピオカ、これカニのね、爪だけ一切れ。ありがとうございます。はい、そのままいいから写真しないで。ありがとうございます。はい。ありがたいね。カニの爪となんかタピオカをいただきました。ちょっと食べてみよう。タピオカ。なんか餅みたいになってるね。どうやって食べるのこれ？デザートみたいな感じなのかな。そのまま食べてみようか。餅っすね。確かにタピオカドリンクの中に入ってるやつや。そしてカニ。うわ、うまそうね。うまっ。これあれか。なんか昨日行ったレストランとかでも出てるって言ってたやつか。マングローブガニかなんかやっちゃうのかな。うまっ。まだこんなとこで食べれるとは。いや喋れやみたいなね。すいません、カニ食べてるとね、ついつい無言になっちゃいますね。最高かよ。ご飯のボリュームがすごすぎる。これ2合ぐらい入ってんじゃん。2合は言い過ぎか、1合は入ってるな、間違いなく。これサクッと食べて次の店行ってサンセット見ようかなと思ったけど、そういえばやばい、サンセットの時間がゆっくりしすぎた。なるほどね。おばあさんの話を聞いてると、ここにね、やっぱ日本人が来てた頃っていうのはその沖縄の人が来てたんですね。で当時の沖縄といえばまだそのなんていうんですかね、今みたいなね感じじゃなくて、どちらかというと、違う国から日本になって、言い方難しいですけど、もう行ってこいみたいな感じで
いうような対象だったんでしょうね。それでこっちに来て、今沖縄の方々は多分優しいからここをなんとか盛り上げようとしたみたいな感じなんじゃないですかね。素晴らしいですね。だからなんかこう島バナナの文化だったりとか、タピオカなんかは台湾とかね、台湾も沖縄とね関わり深いですし、カジキマグロとかねそうだし、いろいろつながってきますね。僕の離島の旅がこのパラオにもつながってくるんですね。沖縄離島が好きでパラオ行ってない、ありえないですね。僕もありえなかったです。ここも見てその深さも分かってくる。素晴らしいですね。最近フードファイターですかって言われる僕もボリュームが多すぎて食べれませんでした。で持って帰らせてもらいます。テイクアウトも OK です。ありがたいですね。こんな感じで入れてくれました。うわー、めちゃくちゃ夕日いい色してる。ドローンで飛ばして撮ってる人もいる。いやー、この夕日ね見逃しましたけども、やっぱ夕日もね人の出会いも一期一会じゃないですか。でどっちも同時のタイミングになった時に、やっぱり今回はね人との出会いの方にこう選択肢があって、それでねなんかこう夕日見れなかったことを悔やんだりするんですけども、でもやっぱ自分に必要だからそのタイミングってくると思うんですよ。そんなことも教えてくれるんですね、このパラオの旅は。まさに旅は自己投資ということで、あの色がまだいいうちに見に行きましょう。こんな感じでナイトマーケットやってるんや。楽しそうやな。6ドルとか。おピザとかも売ってるし。これはない。演奏もやってるんや。それを見てる人らもいるんや。なんか昔の日本を思わせるようなナイトマーケットですね。タピオカ3ドル500円。楽しそうやな。これは何や？ケーキみたいな、ドーナツみたいな。これ何？メロンパン？パイナップル？アクセサリーとかもある。めっちゃコンパクトやな。でもこんなんやってるのは楽しいですね。このナイトマーケットがね、日本とパラオ友好な橋の下で行われてるっていうのがなんか感慨深いですね。でもやっぱ街の人の楽しみなんでしょうね。めちゃくちゃいろんな人が歩いてきてますね。日本の昭和を感じさせるようなそんな印象です。今ねプレミア公開させていただいております。パソコンがあって今させていただいておりますけど、今五島列島福江島2泊3日地元民おすすめグルメがコスパ最強完璧すぎたの動画やっておりまして、今ありがとうございます。300人の方が見てくれてます。ありがたいですね。というわけで珍しいんですけどね、こうやって土日に旅をすることは珍しいので、あんまりプレミア公開とこう旅は重なることでないんですけど、珍しいパターンです。じゃあこっそり皆さんの返信今ちょっと休んでビールいただきます。
うんめえ。最高やな。見てくださる皆さん最高。このパラオの動画はこの300人超えることはできますかね。楽しみですね。今日はロックアイランドツアーカンパニーさんが運営するペリリュー島戦績ツアーに参加いたします。ちょっとね、パラオに来たらね、絶対知っておきたい内容なので楽しみです。でこのハーバーから各船が出発してフィッシングに向かってますね。この左手側、そのドロップオフバーっていうレストランが主催してる大会でもありますので、発着場ここですね。そのレストランもねすごい美味しいですし、魚料理が結構ね新鮮な魚使ってますんで、ちょうどこの左手側ですね、このドロップオフって書いて青い看板の奥の方、車いっぱい止まってますよね。大会してる感じ分かりました？で、あそこです。ここですね。そう、これねカタカナで書いてるぐらい日本人大人気のマリーナカフェビータっていうレストラン。また初日とね同じとこに来まして、今日はめっちゃいい天気だな。シュノーケリングの時はこれが良かったけど、まあでもどっちも楽しめたっていうことで前向きに行きましょうかね。やっぱ晴れてるとこんな感じなんですね。違いますね。頭注意しながら左右バランスよくお座りください。安全走行上左右バランスよくお座りください。ゆっくりとね真上に蓋をね上げてください。今から今日1日のスケジュールとこのボート上での注意事項と、あとペリリュー島内ねたくさん注意事項がありますのでお話ししていきたいと思います。美しい。最高に綺麗ですね。素晴らしい。水の色が美しすぎる。歩かないな。到着しますね。もうしばらくお待ちください。前方に船が止まっている場所ですね。あちらがこの島最北端北鳩場です。でこのペリリュー島は日本の海軍の拠点でもありましたが、日本の民間人も住んでたわけですね。約200名の日本の民間人がいたと言われてます。資源が眠ってました。臨鉱石の採掘があったんですね。パラオ人の民間人ローカルの方だけでも当時はね、戦いの以前は900名の方々がねおられました。そういう方々の死傷者が出なかったっていうのもこの島のポイントでもありますね。沖縄ね、民間人が9万人ぐらい亡くなったこと有名です。これがさあペリリュー島に着きましたね。でここはね80人常時米軍の兵隊さんがいるみたいですね。でホテルがあるんですけど、そこを全部貸し切ってるみたいな感じで、旅行客は逆に来れないみたいな感じになってるみたいです。で当時ですね、その戦争があった時は2万何人かの日本人もここに住んでたということですね。と200人の民間人が住んでたと。民間人は1人も亡くなってない。四角い鉄筋コンクリート小部屋、統治下と言いますね。統治下防御型陣地ですね。頑丈に作られてますね。この島には500以上のこういった統治下の要塞化された島、これ当時の橋の残骸ですね。これをまず見に行きたいと思います。もともとは臨鉱石の採掘のために作られた橋だったんですね。それがアメリカのその偵察の時に壊されたと。
ライトをもらいました。日本人の洞窟陣地に入っていきます。今もこの通り残ってます。始まったのが1944年9月15日ですね。終戦の約1年前に始まった戦いです。日本はいよいよ危ないというところですね。陸軍と海軍合わせて1万500名で終始戦います。よってアメリカ軍の海兵隊ですけども、気軽な気持ちで上陸をするわけですね。この島は 2,3 日あれば十分落とせると発言をします。南北に9キロしかありませんし、東西3キロしかありません。もう簡単に制圧、誰もがそう思うと思います。9月12、13、14とこの島に対して17万発という恐ろしい数字の砲弾を与えて、このジャングルも全部一掃するわけですね。日本の姿1万名全く見えない、もう全滅確信変わりますね。ただそれから被害がなかったのが日本軍です。どういうことかというと、さっき見た統治下500以上作りましたね。頑丈です。中入れば大丈夫です。今から入る洞窟、これごくごく一部です。その奥深くへ入ればその砲弾が身を守れるぐらい頑丈な岩盤というところですね。日本軍は 2,3 日を覆して2ヶ月半という長期戦で持っていくというわけですね。中へ中へ敵を引き込んで敵を向かう方針に切り替えていくというわけですね。いわゆる時間稼ぎなところはあるわけですね。その間にいろんな考えをしながら日本を守ろうとしたわけですね。飛行機も船も日本応援来れません。よって人数も減っていく一方、あるものも減っていく一方、でも自決もできない、苦しいですね。ものを工夫しながら戦っていくというわけですね。ではこちらから入っていきたいと思います。曲がってすぐに私が足元をビールできれいな形のものがあって、順番に見てください。ここの部分ですね、この下の部分、大日本酒作り前にですね、日本のビールです。大日本酒造っていうね、当時主流のビールがあったので、マジ札幌アソリスの会社になりますね。これたくさん飲んだ時期もあったわけですね。皆さん知ってるね、キリンビールってわかりますか？右から左に書いてるの分かりますかね。当時の書き方ですね。キリンビール、カタカナでキリンビールですね。これもちろん飲んだわけですね。この奥もね、進むたびにいろんな瓶があります。サイダーとかお酒の瓶ですね。で、あとはね、この島苦しんだもんというのがね、食べ物ではなくて飲み水ですね。サンゴ礁隆起の島、石灰岩の島です。湧き水が基本ないわけですね。よってもう水の補給もできませんし、上から染みてくるような岩し水、雨水が溜まったものをポタポタ溜めて口を潤す程度、本当苦しかったわけですね。食べ物は我慢できて水はやっぱ我慢できないものですね。で、ここね、この仙人洞窟と言われている場所の中では一番大事な部屋で、いわゆるね、これ武器の砲弾ではなくてね、2つ今残ってますが、純酸素が入った酸素ボンベをですね、医療を行う場所、治療室、医療室ですね、病院機能を持った野戦病院ですね。靴のソールとね、あとこの入り組んだところに放浪性って分かりますかね。今レトロ製品でよく再販されてますが、金属の周りにガラスをコーティングされた日本のお皿です。これね、青いね、よく見たらこの島にいた海軍の食器ですね、マークがあります。怒りのマークがねついてます。これも貴重なもの。武器の弾を保管する弾薬ケース、携行するケースですねと言われています。注意ですね。100メートル飛距離がある火炎放射器があると、物量が違うというところですね。で、これがね、エリリュー小学校ですね。もうすぐね、日本の先生も赴任します。やっぱり発展途上の国ですから、横にね、パラオの国旗と日本の国旗がね、あしらわれてます。日本が寄贈したスクールバスですね。パラオの小学校に必ず日本のバスがありますね。やっぱ教育に力入れたりとか、あとインフラの整備にかなり力入れてますね。救急車ですが、常陸大宮市って書いてますね。これ茨城県の市町村ですよね。茨城の方が多いんですよね。特に北関東出身の方が多いです。20前半の方々が多いわけですね。あとは地名もね、入れてるものがありますが、群馬県、茨城県圧倒的に多いです。で、当時中川国夫大佐、この方が、有名な優秀な指揮官。船坂博さんっていうすごい有名な方ですが、この方生き残りの兵隊さんです。宇都宮59連隊の兵隊さんですね。別名が鬼の分隊長とかね、不死身の分隊長とあだ名があるぐらい、もう動けない状況で捕らえられて捕虜で助かると。で、その後捕虜収容所を転々としながら生きながらえて日本に無事に帰るというわけですね。日本に帰ってから事業でも成功します。東京の渋谷にスクラブル交差点、よく俯瞰の映像でね、ビルにこう大聖堂と本屋さんの名前があります。あの本屋さん作ったのがこの船坂博さんですね。生き残ってしまった方は自分だけ生き残ってしまった恥の気持ちが強いです。そういう話をね、死ぬまで口を閉ざす方が多い中、彼はね、仲間のことを思って逆に広めてくれるわけですね。本屋さん営みながら本をたくさん出版してくれます。ペリリューとアンガの話をまとめて本を出版します。戦後2年経ってからようやく戦争終わったことに気づいて、この島の洞窟が出てきます。そういう戦地ありますよね、戦後経ってからね。例えば日本で有名な方がグアム30年生き残った横井さんとかおられます。非常に長いと思いますが、この島戦後2年間潜伏します。それでも非常に長いです。決してガリガリでもないと。精神的にもしっかりしてるわけですね。生きる術を知ってると。で、いつかね、そう戦争終わってる疑念は高まってますが、いつか日本の応援来ることを待ってると。で、助かったのが戦後2年で34人というわけですね。この長生きされた方多かったんですが、今はゼロになりました。2019年までおられました。98歳亡くなった方が最後ですね。2万
5000人の半数以上が沖縄の方、割合結構占めたわけですね。その彼らを何て呼ぶかというと、糸満兵ですね。派遣されて戦って亡くなっている方々が多いんで、この沖縄の方が設けられているというところ、根深くこの沖縄の文化がね、パラオ残っています。例えばね、一番ポピュラーなお菓子があってね、朝一で商店行くとね、玉っていうね、揚げたドーナツがあるんですね。丸いから玉っていうんですね、日本語でね。あれサーターアンダギーから来てるわけですね。あとパラオのラジオを聞くとね、このパラオの音楽流れてますが、日本人懐かしく感じると思います。沖縄調の音楽結構多かったりしますんで、根付いてるという。終戦した後もね、こう潜伏してた人たちはね、やっぱ終戦を信じられずになかなか苦労したみたいです。これ日本のものですね。で、この建物が100年前、日本の海軍の弾薬庫ですね。1920年です。日差しが後付けで、鉄筋が外でえぐれてますよね。ただそれ以上に頑丈なんで、今でも建物としては残ってると。弾ですね。ちょっとまっすぐ入ってます。鉄筋の間をすり抜けながら入ったものですね。たくさん開いてますよね、小さな穴。これ機関銃とか、またライフルですよね。これ人を狙うもんですよね。ということは日本軍がこう中とか裏側にこもって銃撃戦を行った証ですね。これ日本じゃなくてアメリカですね。アメリカ軍この島制圧しますね。しばらくは必要価値がありますから基地を設けます。ベースキャンプですね。日本ってこう溶接技術がまだまだ甘いんですよね。よってこう戦車とかこの後お見せしますけど、武骨な感じでね、こう秒がいっぱいついてます。アメリカは大体滑らかになってます。溶接技術しっかり持ってますから、密閉率も高いというところ、そういう技術力も違ってくると。見れる場所、これをアメリカ軍の海兵隊が司令部に使うと。相当本当におしゃれな作りではある。で、正面には立派なライトもねついた後。でね、小さい柱もたくさん入ってますし、プラスアルファがありますね。この1922年、100年前ですね。大正11年、海軍らしく100年前らしくモダンに作ってるの分かりますかね。タイルがあった後もありますから、ね、磨き石を使ったりとか、相当おしゃれなモダンな作りですね。頑丈にモダンを作ってるというところで、上を見上げるとね、天井部分、2階フロアなくなってますよね。穴を開けられたわけですよね。建物ど真ん中、精度を伺いますね。実際これパラオ市で今でも使ってます。すべてね、本当学校、昔の小学校とかね、公民館みたいな形ですね。やっぱ日本の資料ってまず残ってないんですね。こういう写真ってね、これまだ損害出る前ですね。アメリカのね、戦いの最中とか、アメリカが終わってから撮影したものしか残ってないですね。資料は全部ないと。日本独自のね、和式のトイレですね。日本はね、しっかりこう癒せる空間。浴槽が2つありますよね。結構深い。そう、深いでしょ。座ることができても立つことできますよね。立って入るんですね。コカ・コーラ。今と形変わってないですよね。で、これだけでもやっぱ技術力の差分かりますよね。科学的な味を当時から持っているわけですからね。もう戦車としてはかなり小さいです。あとこの装甲の薄さ分かりますか。防御力。だいぶ薄いですね。どこを取っても 1.2 センチ以下ですね。エンジンはいいものを採用してます。当時はね、ガソリン車が主流の時代、アメリカもそうですが、ディーゼルエンジンを採用してますね。ディーゼルは炎上しにくいですね。ガソリン車はすぐ炎上してしまう。もし砲弾当たれば。燃費が良かったりと、デメリットもありますね。物が大きくなるから、室内空間がより狭くなるというところ。で、プラス音がもっと大きいわけですね。出動すれば、そのタイミングアメリカバレてしまう恐れがより高まる。今日は土日ですからね、今日稼働してないと思います。休みですからね。変わる変わるね、ずーっと常に80人はいるというところですね。で、こちらですね、パラオ語でこう休む場所のことを休んばって言いますね。あれがすごい。今日ね、なんか洞窟入った時にめちゃくちゃ暗いなと、ライトもめっちゃ暗いやんけって思ってたら、サングラスしたまま洞窟入ってました。あるあるっすよね、サングラスあるある。でも外したら明るいみたいなのね、やっちゃいました。いやー、すごいっすね。ここでそんな銃撃戦とか行われたってね、こんな穏やかな場所ですごいことです。
改めて今のね時代がすごく平和だなって思いますよ。僕ら日々なんかいろいろと愚痴を言ったりとかねしてますけど、こんなことに比べたら全然マシなんじゃないかなって思います。天皇陛下直々のお褒めの言葉、ご歌唱っていうものがねあります。当初昭和天皇が各戦地にね与えるわけですが、1回与えれば十分なものをこの戦いに関しては最中に11回与えてます。他の戦地を超越するぐらい注目したわけですね。ぐらい日本はもういよいよ危ないというわけですね。平成天皇陛下にもあったと思われますからね、ようやくの思いで9年前来られたと。今の金城天皇もね、いずれこの島には来られると思います。公演プラス慰霊碑ですね。天皇皇后両陛下が来られたのが2015年4月9日ですね。4月9日はペリーとこの週に限っては天皇皇后両陛下ご訪問の日ということで祝日に制定されてます。毎年学校もね休み、仕事も休みですね。よって毎年この場所で式典もね行われて、大統領とか日本大使もね来られます。そういうのを記念してこちらをね設けてるというところ。この日本の方向を向いているみたいですね。亡くなった方々の魂っていうのが、この島にまだ浮遊していると仮定して、亡くなった方々の魂がこの雲に乗って小さな島、分かりますか、11キロ南、パラオでの地上戦は2つの島だけです。このペリリュー島とあの島がアンガールですね。1ヶ月間は持ちこたえるというところですね。日本軍は大半が戦死です。1200名中1150名が亡くなります。たった50名しか生還しない。でも日本を攻略するためにフィリピンを奪還したいわけですね。そのためにほど近いこのペリリュー島、またはアンガール飛行場からいろんな航空戦力を飛ばして容易に奪還したかったというわけですね。アメリカ軍はこの島の飛行場は奪取はしますが、フィリピンの攻略使えなかったので、本当の目的で達成できなかったというのが、もともと2、3日あれば十分と発言して上陸をしますよね。で日本が2ヶ月半守備しますね。その間にマッカーサーの違う陸軍の部隊が先回りしてフィリピンを攻略してしまうんですね。よってこの大将、海軍大将ニミッツがね指揮した戦いですが、後に効果のことを残すぐらい無意味なことを認めているということです。ゼロ戦は本来は羽が11メートル、全長9メートル、その中心だけが残っている形ですね。でこれもペラペラなの分かりますかね。めくれ上がってますよね。かなり薄いですね。基本アルミ製ですね。アルミの中でもね、日本しか持ってなかった一番アルミで硬い超ジュラルミンを使っています。これ日本しか持ってなかった技術ですね。もうゼロ戦のパイロットは世界でも一番優秀な方々が乗られました。でもそういう方々を失っていくんですね。特に一番ね、日本軍の敗戦のたどった原因の一つがね、1942年のミッドウェー海戦ですね。あそこで日本の空母、連合艦隊空母が4隻も失って、ゼロ戦もね、何百失って、パイロットを失うわけですね。パイロット育成するだけでもお金時間もすごいかかります。そこからがね、まだ訓練ままならない戦闘機乗りが乗って、で最終的には少年兵が乗って特攻機というところですね。プレートがついてるの分かりますかね。部隊気象って言って部隊のマークがあるんですね。これ山猫のマークですね。山猫部隊ってちらって聞こえましたかね。ワイルドキャットっていう部隊、81歩兵師団って書いてますね。この部隊はアンガールを上陸制圧した部隊ですね。このワイルドキャットの部隊、陸軍がこの島に上陸すると。で一番最初はこの島はね、海兵隊が上陸します。途中からバトンタッチっていう形で、天皇皇后両陛下はもちろん日本のためだけじゃないですね。アメリカ軍の犠牲者のためにも参られてますんで、ちょうどこの S の手前に立たれて拝礼されてます。でこちらがね、だいぶ今狭く見えますが、これがオレンジビーチですね。上皇陛下もこの付近で立たれて海に向かって拝礼されてます。ここはね、年中通していつ来てもね、すごい綺麗な海ですね。言われなければね、こう上陸船、地に様だとわからないようなところですね。これ一直線リーフですね。岩礁があります。であれ干上がると、そうですそうです。でここもう全然歩けるぐらいで、満潮時でも 1. 数メーターしかありませんから歩けるぐらいです。干潮時は全部干上がるんですね。ということは大きな船があそこまで近づくことができます。でこの沖合にもまた暗礁、岩礁がありますから、来れるのは十数キロとかね、数キロ先までですね。あれを乗り越えれるのがこの後お見せします水陸両用の戦車で、普通敵の姿見えたらすぐ撃ちたい気持ちありますね。最大限引きつけるんですね。どうやって守るかというと、地雷を20、30に埋めたりとか、海に機雷を浮かべたりとか。戦争って銃撃つだけじゃなく、銃剣の差し合いとかね、もちろん手榴弾投げ合いとか、本当にすごい凄まじい光景があったので、記録よく残っています。で頑丈そうな形ですね。あれも撃破されてませんね。ボート機能ですね。
実際こう水面に出るのはこのから上ですね。水中に入ってます。でこう履帯があった後ですね、洗車機能ついてます。だからこう防御力がそこまで強いものではありませんから、日本が持っている火力でもこれおそらく穴を開けてると言われてますね。向こう側ね貫いてるところがあったりしますね。格子の中見る螺旋状の線分かりますか？筒の中、玉が回転して飛ぶ証ですね。こう正式な神社ではありません。毎年ねこれを作った方々の関係者もね慰霊祭を行ったりしてます。で鳥居抜けて正面壇上のところにねちょっと真新しい石碑が2つありますね。言葉が書いてます。あれお歌ですね。天皇皇后両陛下がねこの島ご慰霊来られた際に必ずお歌を読まれるんですね。どのご慰霊でもね。白きアジサシと書いてますね。今日1時間の航路ね白い鳥とかね結構飛んでましたね。あれが白アジサシですね。あれをですね、当時亡くなった方々の将兵の魂に見立てて読まれているお言葉ですね。でこちら英語で文章をね書かれてます。この戦いではすごい有名な言葉の一つで、本当に言ったかどうかの真偽は問われますが、アメリカ軍が言ってるものですね。で日本人が見ても共感できる文章、訳して読んでいきます。諸国から訪れる旅人たちを、この島を守るために日本軍人がいかに勇敢な愛国心を持って戦い、そして玉砕したかを伝えられると書いてますね。敵ながら日本のことを褒めてる冷静な意見。太平洋艦隊司令長官海軍大将ニミッツですね。でニミッツが唱えます。このペリユートは絶対いると。その意見に異議を唱えたのがマッカーサー陸軍大将で、実際海軍に言います。この島いらない、我々は南側から行きますと。ペリユー島ではなくてニューギニアの方面ですね、南側から回ったらフィリピン攻略できますと唱えます。で実際どうなるかというと、この戦いの最中にマッカーサー陸軍が先回りしてフィリピンを攻略してしまうと。そうやってこの島の、飛行場使えなかったと。戦いに意味があったのが疑問に思うという言葉をニミッツが後に残しています。この2つの言葉が有名というところですね。で長崎にはニミッツ公園っていうのがねあったりしますからね、まだそういうとこ訪れてみてください。危なそうなものが転がっています。あえて置いてくれてます。危険信号ですね。いろんな砲弾もちろんね振り抜かれてます。新艦抜いてますね。不発弾処理した後のものですね。白が通路内側向いてますよね。赤が基本的に外側向いてるんですね。これどういうことかというと、この通路内側は通ってもいいと。白の内側、逆に言えば赤の外側はまだ見てませんと。爆発する恐れがあると。だからこちらは危ないというところですね。こういうマーカーがこの山の中たくさんありますので、迂闊に入ると危ないというところですね。中央高地よりこうね生々しい遺留品が多いんですね。もうちょうどこの場所ですね。全くジャングルないの分かりますか？もうなかなか想像できないですけど、このジャングル本当一掃されてます。上日本軍だらけいたわけですね。でこの谷底の道、アメリカ軍が本当恐れた場所、名前がデスバレーっていうんですね。死の谷です。もう通る際やっぱりこう中央高地を抑えるにはこの場所通らなければならない。で日本軍も重要視してここをね防備してるわけですね。もう無数に穴がいっぱい開いてます。日本が作った洞窟陣地ですね。今でも残ってます。両サイドですね。で通る際にたくさんの方が上から左右からたくさんの方が攻撃を受けて亡くなっているというわけでデスバレーですね。顕彰碑ですね。戦いをたたえて作ったものですね。下に作った方のグループですね。歩く二の会と書いてます。歩兵第二連隊ですねの遺族の方々、いや茨城の方々が、その支援者の方が作られたものですね。あとこの戦いの一番のキーワードですね。ここから5分ぐらい下ったら戦いの終わった終焉の地、慰霊碑があるんですが、その終焉の話とね一番リンクするのが日本を代表する桜ですね。桜が一番のキーワードですね。近くまで来ないとあの穴はなかなか発見できません。まず飛行機からもわからないというところで、裏側に大きな穴があって中でつながっている。ここもこの裏もそうですね。でこの高さはねなかなかないですが、この尾根は向こうまでずっと続いてます。でこう半地下の構造の中は広がってますが、あそこだけ見てるとこの銃眼分かります？マシンガンポスト、ここは狙われてしまうというところでしたと思いきや、上見るだけでもね3箇所は穴がありますね。ここ立体構造ですね。でこちらが今日最後の場所です。で大きな洞窟があってね、やっぱり家の方も来られて中に塔場があったりします。ですぐ隣にも穴があります。本当このちょっとだけね、数百メートルだけでも穴が無数にありましたよね。まだまだ奥続いてます。で鎮魂って書いて終焉の地ですね。戦いの終わった場所というわけですが、でもちろんね中川大佐知ればここにあった時期もあるんですが、本当のこと言うと中川大佐の自決された号はここではないことを分かっています。ツアーで行けない危ない場所、ここから30分かけてこう入り組んだところ入っていて崖を乗り越えた場所に洞窟があります。11月24日夕刻16時ですね。敵にさらに囲まれます。もう本当に何もなくなって限界を超えたわけですね。よってパラオ本島に再度中川大佐自ら伝聞を送ります。その内容が暗号文で桜桜桜と、もう終わり意味する暗号文。
自決を意味する暗号文としてもともと決めているもので、そのお墓の場所、アメリカが作ったお墓もね、写真では残ってるんですね。お墓の後ろ側にこう特徴的なこの中央高地の崖が映ってるんで、おそらくこの近くだと思いますけれども、未だにまだ発見はされてるんですね。そこがね分かれば遺骨が眠ってるという話があります。じゃあ最後手を合わせてから降りていきたいと思います。いやー、ペリリュートツアー今終わりました。この内容をちょっと動画でどう表現するかって非常に難しくて、多分全部のことを入れてたらもう50時間ぐらいの動画になっちゃうんでね、かなり厳選したいと思うんですけど、でもここはただ一つお伝えしたいことは、行った方がいいですね。知っておくべきだし、本当に日本の凄さも分かったし、戦争のエグさとかも分かったし、いろんなことをね学べましたね。まさにいい加減な旅や自己投資じゃなくて、本気の旅や自己投資を学びますね。いや、これはもうぜひパラオに来たらセットで行ってほしい、そんな内容ですね。まあちょっとかいつまんでね、ざっくりとはお伝えはしたいと思うんですけど、それでは最後このまま1時間かけて帰っていきたいと思います。本丸2、この桟橋も日本で作ったんですね。気がついたらめっちゃひっつきもついてるやん。なんかやってますね。踊ってる人いましたけど、なんかちょっと奄美の民謡とかそっち系の踊り方してた気がする。裏側をね今通ってます。前のフローティングの桟橋の近くもね、日本のゼロ戦が沈んでる場所がねあったりします。この間も空中戦があったりしましたので、このまま沈んでしまったゼロ戦がね、ここに沈んでる。ちょうどここにね、シュノーケルと見えるぐらい、V ぐらいのところですね。今日の夕日も素晴らしいですね。はい、それではね、パラオ最後の夜、飲み歩きとまではいかないですけど、食事ね行きたいなと思ってます。このパラオでやっぱ有名なところですね、ドロップオフバーっていうところもねちょっと考えたんですけど、ここがねちょっと僕が泊まってるホテルからだとタクシーを使わないといけないっていうところと、僕2軒目にねバー行こうと思ってるんで、なんかバー2連チャンっていうのもどうかなと思って、で僕が泊まってるホテルから近くに水戸日本料理って言って、なんか88歳の日本人の方がやられてる、でしかも寿司が食べれるとこあるということで、なんかモーリーチャンネル的にはここじゃないかなとちょっと気になったんで、僕はこっちに行きたいと思います。でレビューがそんなに良くないんですけど、よくレビューの内容を見てみると日本人がつけてるレビューとかはいいんですよ。でなんか中国人の方とかがなんか日本の本土と比べて評価してるような感じなんで、いやさすがにパラオで日本の寿司屋さんと比べるっていうのはそれはちょっと違うんじゃないかなって僕も思うんで、パラオでやっぱここまでのご飯が食べれるみたいなところを僕は体験したいと思います。あと値段がちょっと高いみたいな感じで書いてましたね。ちょっとその真相を確かめに行きましょう。最後の夜なんでちょっと奮発しますか。いやー初日はねなんか車通りも多くてわちゃわちゃしてるなとか思ったんですけど、今休日になるので車通りも少ないですね。明日からはねもう直行便で来る方とかももうみんな今日の夜に帰るんで、まだちょっと閑散とするいつものパラオな感じに戻るっていう風に言ってましたね。さあこの辺ですね。どこやろう。あ、これや。寿司どころ水戸って書いてる。寿司バー水戸。お、めっちゃ日本っぽい。
いいですね。ここ行こう。カードも使えるし。あ、何人かいらっしゃるぐらい。これセット。あ、コースもあるんや。エビとカニのコースとかね。すいません。魚、マグロだけ。魚マグロだけ。白身もいない。マグロだけ。はわかりました。白身はね、今取れないんです。あ、取れないですか。へえ。い。YouTube。YouTuber。いや、寿司はできないんですか。赤身で寿司できない。寿司が食べたい。できるやつだけでいいですよ。赤身と、はい、できるやつだけで。ラガー？ラン？コミュニケーションが取れるようで取れへんので。いただきます。キリンですね。キリンがありました。じゃあいただきます。僕のチャンネルが流されている。ちょっと今日ね連休やったんで白身がないと普通の寿司のセットが作れないと、だからできる限りでちょっと作ってもらうことにしました。通常のメニューではないです。であとなんかおすすめ食べたいですって言って何個か作ってもらうことにしました。まあ確かに安くはないですね。サーモンの刺身で26ドルするんで、でもカツオのたたきは14ドルですね。会計が怖いですね。はい、握りの赤身4貫ぐらい。パラオ巻きってあるんですか。これがパラオ巻きです。じゃあ太巻きとパラオ巻きっていうのがあったんで頼んでみました。あと太巻きとあとマグロのね寿司だけあるということでそれにしました。すいません、メガネ忘れました。別に目が悪くないんでね、なくても気がつかんかった。めっちゃ注目されるよ。じゃあいただきます。うん、あ日本にいるみたいな感じやな。明日帰るけどな。こっちもあれなんですね、ビールは氷で冷やすスタイルなのね。もう豆腐もこれずっとパラオにいる日本人とか嬉しいやろな。日本に限りなく近いわ。めっちゃ見られてるけどな。ポットの陰からずっと見られてるんです。日本人の方もいらっしゃいますね。日本語が飛び交ってるな。なんとこのお店のお母さんそんなことないです。88歳。見えないですね。いや全然見えないですよ。すごいっす。働いてる人。あ、働いてるから。フィリピン人。あ、フィリピン人の方がやってるんですか。はい。へえ。自分でおつまみね全部。あ、作ってるんですか。おつまみは作ってくれてるみたいです。素晴らしい。これも召し上がってます。あ、さっきのね。いやもう日本の味でしたね。少し大根の全部。いつからこっちに来られたんですか。もう40年ぐらい。40年。ああ、すごいですね。寿司来た。これは普通のマグロなんですか。カジキマグロ。いや、メバチです。メバチ。はい。メバチマグロ。メバチマグロ。ありがとうございます。味噌汁まで。ありがとうございます。ありがとうございます。ちゃんと。はい、ママ。嬉しいですね。じゃあちょっといただきます。日本とどこ違うのか。いただきます。日本の寿司やな。大体海外に行ったらなんかちょっと違うなみたいな感じですけど、めちゃくちゃうまい。不思議な感覚になるな。なんか日本に帰ってきたような気分にもなるし、でも店員さんはお母さん以外フィリピン人なんですよ。ここパラオやのにみたいな脳がバグりますよね。あ、味噌汁もうまっ。これはインスタントじゃないな。ちゃんと作ってる感じするな。普通に寿司うまい。美味しい。日本で食べたのと変わらんぐらい美味しいです。ありがとうございます。これずっとこっちにいてなんか日本のものが食べたいっていうのにぴったりですね。これがパラオ巻き。いただきます。パラオ巻き。ほんともう日本やな。日本に近い。限りなく近い。酒のハラス。じゃあ酒のハラスもいただきますか。
日本や完全に日本や。普通帰国してから日本食うまいって味が味わえる。嬉しいですね、こういう味がパラオでも食べれるんやっていうだけで。芋はどこのやつなんですか？芋、焼酎、水割りがいい。はい、はい、水割りとかパラオで言うとは。パラオワザ、初めて飲むのは桜島の芋焼酎やから。いただきます。鹿児島に来た気分になる。パラオ巻き。あ、こっちがパラオ巻き。はい。それは太巻き。あ、パラオ巻きと思って食べてたやつは太巻き。6月だったらアボカドも巻いて、季節によってちょっと味も変わるみたいですね。パラオのお野菜。お、葉っぱだけです。はい。これパラオの。ありがとうございます。ありがとうございます。サービスでつけてくれました。そうです。ありがとうございます。ナスはパラオで取れるんですか？はい。やっぱ違うんですね、やり方が。いただきます。あ、パラオ巻き美味しい。そうですか。美味しいですね。鮭のハラスももう日本の味ですね。日本から持ってきてます。あ、そうなんですか。あ、日本から輸入してるんですか。ああ、そうなんですか。私はもう3ヶ月に1回、演習のうちに会いに帰ります。そばなんかいつも50匹持ってくるの足りないんですよ。50匹持ってくるんですか。3ヶ月で。そういう考えなんですか。サバが好きね。ああ、これが、これ何やったっけ、パラオの野菜。お客さんが来ると、うちのこれをあ、そう、大きいお皿。ああ、そうなんですか。自分のところで作ればいいのにと思うんだけど、味が違うんでしょうね。おいしい。美味しいですね。そうですか。これは日本にもない味ですね。これはパラオのやつですもんね。店は何年やってるんですか？31年になります。あ、31年。すごいですね。30年。いや、すごいことですよ。日本でもね、30年続けるって言ったらなかなか難しいですからね。それをパラオで続けてね。もうお店出ようかなと思ったら、あと一杯ご馳走してくれることになりました。ありがたいですね。いや、コロナの時もね、本当に危なかったみたいですよ、このお店も。それをなんか思い切ってなんか半額みたいな感じでやってなんとか切り抜けたみたいな。で今もちょっと昔よりは安くしてるということですね。じゃあカードいけるんですか？カード。いける。はい。いける。5%もいるんで。ありがとうございます。いろいろサービスしてくださいます。クレジットカード手数料もなしでやってくれるとありがたいですね。58ドル。お母さんはなんでこんなね元気なんだろうなと思って聞いたら、肉をめちゃくちゃ食べるらしいです。でお酒は禁止されてるのに飲むと。やっぱ大事ですね。ストレスをためずにね、自分でやりたいことやる。僕はそれが長生きの秘訣だと僕も思ってます。素晴らしいですね。そんなことも教えてくれるんですね、このパラオの旅は。遅い飛ぶちこと。ありがとうございました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 。ありがとうございます。Last picture, very easy. Thank you so much. Thank you. Thank you so あり much. がとう。ありがとう。はいありがとうございました。ありがとうございました。いやー、素晴らしい店でしたね。確かに普通に食べたお値段はちょっとお高めかもしれないですけど、それだけの価値がありますね。パラオであんだけ日本の味が食べれるっていうのを体験するだけでもなんか誇らしいですね。31年やってて88歳。お母さんの話聞くだけでもめっちゃ価値ありました。最高でした。パラオワンコがめっちゃ近づいてきた。なに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 、誰の犬？ワンコ怖いよ。まあでも怒ってるわけじゃなさそうやけどいやもうついてくるやん。なんでなんでなんで怖い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 、めっちゃついてくるやん危ないよ、危ない危ない。なんでついてくるの？飼い犬やな、飼い犬。なんもないよ、俺。なん持ってないよ。めっちゃついてくるやん。怖い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 。なんでなんでなんで
お、連れて行ってくれ。次の目的地までお願いします。俺の犬みたいになってるやん。なんか俺が散歩してるみたいになってるけど大丈夫これ？なんか犬盗んだみたいになってない？あ、他の人についていってるわ。よし、今のうちや。逃げろ。やばいやばいやばい。まだついてきてる。まだついてきてるで。なんで走ってくるん？なんでおかしいおかしいおかしい。俺の犬じゃないやん。なんで何どこに先導しようとしてんの？どっから来たん？どういうことや？どういうこと？そこの犬？じゃあね、ありがとう。ありがとうね。もうええやろ。さよなら。俺の飼い犬ではないわ。いやいや、なんでついてくるん？いや俺の犬じゃないから。いやいや、俺が散歩してるみたいになってるやん。どこ行っきょん？飼い犬じゃない。ありがとう。さよなら。はい、それではホテルの目の前のねバー一軒行きたいと思います。ここ行きます。カクテルが11ドル、カスタムカクテル。一応刺身なんかもあるんですね。ポケとかもあるな。バッファローウィングスとかもある。ピザを食べたいですね。ピザ1個頼もうかな。ちっちゃいサイズがいいんですけどね。赤ワインにしました。 OK。 Thank you。 ピザに合わせてワインにしました。うまいな。カルベンソーミニオンがうまいっすね。Understand? リトル。 Little. 日本語。日本。Grandma Yasuko, Grandpa Sakura. 桜井。 My grandpa. おお。パパはパラオ人で、ママが日本人。ハーフね。食べれるんか一人で。ピザさめっちゃボリュームあるやん。じゃあピザいただきます。倒れそうやん。あ、でも焼きたてでうまそう。うまっ。普通にレベル高いですね、このピザ。美味しい。美味しい。乾杯。You know what I say? 乾杯。あ、乾杯。乾杯。おっぱい。お願い。日本人とパラオ人のハーフの方に声かけていただきました。乾杯って言うの？乾杯。パラオでも？パラオ。パラオ。乾杯って言う。乾杯。パラオ and Japanese similar. Some same or. Yeah. 25%. 弁償、コーヒー、危ない。危ない。ごめん。あ、ごめんも勉強になりますね。Normally? Normally. Talking English or Palau? Palau. Big Palau. Palau. Yeah. English, I stay in Guam, so English, Guam, I speak English. Palau, I speak Palau. よくわからんかったけど、多分パラオを普段喋ってるってことだね。ごめんもパラオ語なんや。何の仕事してるの？ Working? US military. ミリタリー。Military. おお。ミリタリー。US military. US ミリタリー。Soldiers. ソルジャー。Army. Well. From Guam and come home. Oh, really? ああ、ホリデー。ああ、なんとソルジャーなんや。ソルジャー。へえ。
すごい勉強になりますね。仲間が増えてきました。昨日僕が橋のところでね撮影してるのを見てたみたいで、撮影してただろうって言って。That one over there, Japanese ですよ。杉山。おお。名前が日本の。Japanese ヤクザ。やっとさ、日本の名字の名前をつける人がいるね。Can I see? 今撮ってるよ。おはようございます。おはよおはよう。今は。どうぞよろしく。楽しいですね。ありがたい。みんなノリがいいですね。モーリー。いや。My wife is Japanese. Oh, really? モーリーチャンネル。Mori or tours. Yeah. Yeah. How many are your followers? 79,000. ピザ完食しました。うまい。ここでは乾杯のことをね、乾杯おっぱいって言うみたいです。放送できるんか。すごいですね。日本の文化が浸透してる。で、おっぱいってどのことって聞いたら本当におっぱいらしいです。この方は普段はグアムにいるみたいですね。グアムで多分アメリカ軍のお仕事をしてる。で、今ホリデーでパラオに戻ってきてると。iPhone 普通に使ってるんですよ。グアムで買った。いや、おすすめの場所を教えてくれてます。Swimming. いやいやいや。One day. One day. $100. OK。ツアー？ Sure. いやいやいや。山口、矢野、桜井。山口って名前の人もいるんですね。橋本。はい。中村。First Palau President Nakamura. OK。いや。最初の大統領は中村さんですね。払いたいのです。払うっていうのもパラオ。払うもパラオ語です。いや、いい店でしたね。楽しかった。また犬おるやん。どういうことやねん。またついてくるんちゃうんか。さあ、これでパラオの旅も終わりですね。あとは荷物片付けてちょっとだけ仮眠して空港帰りたいと思います。最高でしたね。最後の最後になんかめちゃくちゃパラオの人の優しさに触れた気がする。さあ、帰りますね。空港まで向かいます。どうやら一人旅は僕だけっぽいっすね。あとはみんな家族とかカップルとかで来てます。さあ、今保安検査とね出国手続きを終えまして、あとはゆっくり過ごしたいと思います。今2時29分ですね。4時25分なんで2時間ぐらいありますね。まだこれ綺麗ですね。お土産なんかも売ってます。僕がねいた時はなかったんですけども、今はパラオ空港の搭乗待合エリアにラウンジがオープンしたそうです。細かい装飾にもこだわっていてね、ところどころにパラオを感じることができる、まるで海の中にいるような素敵なラウンジです。飲食サービスもありまして、アルコールなどは別途有料になるそうですよ。だいぶ遅くなりましたよ。5時8分です。1時間遅れぐらいか。Every day we are making up something new. I don't need a thing now, as long as I have you. Oh, the look in your eyes got me feeling alive, the good life. Oh, the
touch of your skin, we can only win. Yeah, that's right. We can live forever, you and I. Keep on driving till the sunrise. We're gonna be alright, just right. I know that we can make it. さあ成田空港に帰ってまいりました。いやー本当にパラオいろんなことを考えさせられましたし、改めて日本の良さも感じることになりましたし、パラオにしかない素敵な考え方だったりとか文化だったりとか感じることができて、ちょっとね人生観が変わるような場所だったと思います。いやーここもやっぱ行ってよかった、そんな場所ですね。死ぬまでに一度は行ってほしい、そんな場所ですね。いかがでしたでしょうか。パラオの素晴らしい絶景や人の優しさはもちろん、日本との関わりの深さを知ることができたのではないでしょうか。まさに日本人として一生に一度は行くべき海外リゾート地だと思います。ぜひ行ってみてください。長時間の動画最後まで見ていただき本当にありがとうございました。このような動画をもっと出してほしいと思ったら皆様のいいねコメントをお願いいたします。メンバーシップではここでは絶対に言えない旅の裏話や近況報告などをさせていただいております。メンバーも続々増えておりますので皆様の参加をお待ちしております。 LINE 登録でお得な情報を配信いたします。登録お願いします。僕と一緒に仕事したい方はぜひ気軽にメッセージください。詳しくは概要欄をご覧ください。人気のキルリュックモーリーショップで買えます。旅行にめちゃくちゃ便利です。皆さん旅行行くのにキルリュック使ってますか？これ今僕着てるんですけど見てください。これパッと見そんななんか物入ってるように見えないですけど実はめっちゃ物入ってます。財布はここに入ってますし、名刺、パスポート、イヤホンも必要ですね。急にスイッチやりたくなったら任天堂スイッチあります。で対戦したいなって言ったらもう1本入ってます。それ入れても薄いんです。そして鍵ね、車の鍵つけたりとか財布だったりとかも入れることができます。財布何個入れんねんって話ですけどね。そして外側にももちろんポケットが2つついておりまして、除菌シートだったりとかも入れれますし、なんと後ろにですねペットボトルもですねこう入れることができるんですよ。これだけでもめっちゃ入るやんって思うけど、なんとこの後ろにですねパソコンまでで、これだけ物が入ったらもう旅行先でご飯食べに出かけよう、でもスイッチやりたいかもしれんし仕事ももしかしたら入るかもしれん、喉も渇くかもしれんみたいな、そんな心配性なあなたでも全部入れていけます。リュックとか背負ったらやっぱスリにあったり怖いじゃないですか。キルリュック旅行する人には絶対必須です。旅は自己投資。僕のことをもっと知りたい方はサブチャンネルもチェックをお願いいたします。